なんて最悪のスタートだ。転生したばかりなのに首を絞められるところか。神様、私をからかってるのか？聖子様、自由姫が。死んだ外に運んで埋めろ。死んだよ。あれは陛下が最も寵愛している自由姫だぞ。太上皇の焼酎の玉だ。静かにしろ。急いで夜中に埋めてしまえ。さもないと我々の首も飛ぶぞ。さあ行け。誰を埋めようとしてる？あ、影が。自由姫にお目通り。姫様を許しを。フェングリーはどこ？自由姫、聖子様は星雲院へ行かれました。元の身体の記憶によれば、あの緑茶軍主十雲の住処だ。我が国公家の生死も立派なものだ。新婚の夜に元の身体を絞め殺し、すぐに他の女の元へ走るとは、目がくらんだ愚かな男だ。別れないで年を越すつもりか。私はあなたの身体を借りたのだから、必ずあなたに代わってこれまでのすべての仕打ちに報いを受けさせる。家兄様、ヤン ER は服が薄くあなたにお仕えする縁がありませんでした。ヤン ER の過ちです。軍主様に何の過ちがあろう。あの時あなたの母上が聖子様の母上をお救いになった。陛下もあなたを軍主に封じられた。天下の誰もが知っているお二人こそが天が結びつけたお二人だと私に言わせれば、明らかにあの十姫が寵愛を傘に来て大号に直命を強要し、あなたの良縁を壊したのです。あなたの一生の幸せを台無しに。ロイ ER、でたらめを言うな。私と家兄様はただの知己です。ヤン ER はただ家兄様があのような恥知らずな人と結婚されるのを見るに忍びないだけです。家兄様、ヤン ER は君主としての栄華を捨てても無比となってもただあなたのそばにいさせてほしい。ダメです。軍主様、あなたは禁止玉葉のお方同士で。ヤン軍主がそこまで下人になりたいのなら、私は明日勅命を来い。あなたが私のそばで雑用係をするのを許しましょう。以前は一日中恐ろしい化粧をしていたが、彼女がこんなに美しいとは気づかなかった。これは十姫だ。以前の醜い紛争がなくなって、すっぴんでもこんなに美しいとはクソ私が彼女を騙して、家兄様があのような派手な化粧を特に好んでいると言って以来、このバカ女はそれを信じ込み、毎日鬼のような顔をしていた。今日どうして突然すっぴんで現れた？彼女の美貌で。ダメだ、絶対にこの顔で家兄様を誘惑させてはならない。姫様、家兄様はまだあなたと床を共にしていませんが、それでも他の男性とそんなことをしてはいけません。家兄様は軍権を握り、大祖の戦神であり、前提直々に封じられた聖子です。あなたの行動は天下の人々に家兄様を嘲笑させるようなものです。軍主、何をおっしゃっているのですか？これらはすべてあなたの家兄様が自ら植えたものです。どうしてあなたの口から出ると私が不貞を働いた証拠になるのですか？もしかして軍主の優しく賢いという評判、全部偽物だったのですか？違います。家兄様、ヤン ER はそんなつもりではありません。新婚の夜、あなたは私を絞め殺そうとしました。すべてはこの偽りの白蓮華のためです。聖子様、あなたの目は本当にどうかしています。十姫様、なぜここまで私を恥ずかしめるのですか？それでは軍主に聞きますが、みんなの前で私が不貞を働いたと言い、何が目的ですか？
私はただ口が滑っただけで、恋ではありません。口が滑った？それにしては、滑りすぎです。私のこの汚れた評判は、すべてあなたの失言のおかげです。彼女、何か変わったようだ。いえ兄様、ヤンイーアールはそんな意味ではありません。わかっています。獣姫様は。ヤンイーアールがあなたに近づくのを嫌がっているのです。だからこそ、ヤンイーアールの顔を潰すようなことをするのです。ヤンイーアールは気にしません。文種。これが、顔を潰すというものです。なぜ私たちの文種を殴るのですか？殴るときは殴る、日にちを選ぶ必要などありません。東大の姫を侮辱したのだ、この一撃で。死罪を免じてやる。早くひざまずいて頭を地面にすりつけるがいい。聖子様、見てください。普段からこうやって。私たちの文章をいじめているのです。いえ兄様、ヤンイーアールは大丈夫です。ヤンイーアールはただ、姫様と争いたくないだけです。いえ兄様に迷惑をかけたくない。なんと言っても。ヤンイーアールが最も嫌いなのは、嫉妬深く、心の狭い。奥方たちです。傲慢でわがまま、それでいて優しくこびる。男がどちらを選ぶかは明らかです。中鎮寺、あなたは永遠に。いえ兄様の心を。得ることはできません。こんな小細工で私を倒せると思ったのですか？ペングリー、この腐ったキュウリ、私は欲しくないわ。でも、あなたをイライラさせるのに使う分には問題ないわ。緑茶ぶって。誰だってできるわ。軍主様。なぜ下働きの女中に命じて私を妨害させたのですか？もし私に不満があるなら、堂々と。私と対峙すればいい。なぜこんな卑劣な手段を使うのですか？あなた、私。いえお兄様。中ユン、もう耐えられないの？あなたがこの数年かけて浴びせてきた汚水や仕掛けてきた罠は、これよりも何千倍も痛かったわ。今はただ利子を回収しているだけ。ペングリー、話しなさい。何をするつもり？早く話しなさい、フェングリー。私はあなたの白い花を殴った。戦士様は彼女のために仕返しをするつもりですか？本性を表して、こんなに放辣な。あなたは本当に、慎み知らずの女ね。中鎮寺、まさか夫を殺そうというのか。夫？あなたにそんな資格ある？私の首についたあの跡は、全部あなたが私を誘惑した証。自ら進んでくれた祝いの品よ。それで今は、一体何がしたいの？簡単よ。私が求めるのは静止用の、一風の離縁状だけ。中鎮寺、当初あなたは命をかけて、結婚を要求したのに、今は新婚の夜に離縁だなんて。我が国甲府の100人以上の命を、あなたの戯れに付き合わせるつもりか。聖子様、辺境から緊急の知らせが。お姫様、無比が消えたところでは辺境が緊急事態で。聖子様は明日出征なさるそうです。よかった。やっとあの嫌な男と。一緒にいなくて済む。それと、太后様があなたの新婚を憐れんで。一人で風景を守らせるに忍びず、特別に軍に同行することをお許しになりました。軍に同行？軍営は厳しい環境です。あなたは幼い頃から大切に育てられ。そんな苦しみに耐えられるはずがない。太后用が最高の格式で。手配してくださるとはいえ、やはりそれは、刃物の目がある場所ですよ。願ったり叶ったり、前世の私は軍人だった。戦場指揮も医療救護も。すべて私の得意分野、この深い屋敷に閉じ込められてはいられない。チアオ ER、荷物をまとめなさい。明日すぐに出発する。今回の幕上の戦いでは、北進を打ち破るだけでなく、我が大祖の意向を轟かせるのだ。はい、秦は必ず使命を果たします。あなたとジングイアールは新婚ほやほやで、憐れむに忍びず。
二人が離れ離れになるのは忍びないので、同行を許す旨を下すことにした。いい子だから、お祖母様を恨まないでね。ジングイアールがどうしてお祖母様を恨むことができましょうか。辺境に赴き、我が王祖の将士たちが参加と民を守る姿を、褒めていられることはジングイアールの光栄です。これは甚だ不適切です。道中は困難で、戦況も危険です。姫君は禁止玉葉、真は心配で。聖子様の心配には及びません。この姫は、あなたの知らない腕前があります。皇帝陛下、太后様。神女もお願い申し上げます。姫君にお供させてください。神女、皇帝陛下と太后用に拝謁します。姫君殿下。皇帝陛下、太后様、神女は姫君殿下が、軍に従い出征されると聞き、心から気がかりで。幕上は玄関の地、神女は姫君殿下に従い軍に同行したい。どうか皇帝陛下のお許しを。中鎮時、あなたは軍に従うという名目で、家兄を誘惑しようとしているのね。そんな資格があるとでも？家兄は私のものよ。でたらめを言うな。チングイアールはリエと新婚だから、同行を許されたのだ。あなたがついていくとは、みっともない。陛下名官、神女はただ姫君のことが心配で。姫君は力もなく、神女の父は生前。将軍を務めており、神女も多少の護身術を学んでいます。飛宮の際には必ず姫君をお守りします。また姫君はお体が弱く、神女が側でお世話すれば、陛下と太后様もより安心されるでしょう。そうすればよい。一人でも世話役が増えれば、哀れも安心できる。太后もそうおっしゃるなら、許そう。いいぞ、注意ユン。以前の主はあなたに騙され、皇帝と太后の前で、あなたのことをよく言っていたので、皇室もあなたに、幾分か好意を持っていた。いつまで演技が続くか、見せてもらおう。父上、チングイアールは不詳ですが、まだ自分で身の回りのことはできます。軍主様にお世話になるのは恐れ多いです。その上、私が軍主様の面倒を見る羽目になれば、かえって負担が増えるだけではありませんか。姫君、神女は姫君が元来気高いお方だと承知しています。しかし姫君は幼少より武術を学ばず、お体もお弱い。力強い者が側でお世話しなければ、馬にも乗れないでしょう。神女はただ姫君を心配しているのです。どうしてこの姫が馬に乗れないと決めつけるの？中鎮時、あなたは幼い頃乗馬を習い。苦しい、疲れた、日差しがきつい、蔵が硬いと文句を言い、一向も立たずに諦めようとした。今更何を偉そうにしているの？そうですわ、姫様。今日のお召し物を見てください。裾がこんなに長くて、歩くのも人に支えてもらわないと。乗馬なんて論外です。たとえ私のように動作が敏捷でも、姫様のような格好では、絶対に馬には乗れません。二人で息の合った芝居を打っていると、知らない人はきっと二人が夫婦だと思うでしょう。敏捷だなんて、自分が無能だからって、天下の人が、みんなあなたと同じだと思うの？役立たず。本姫が清掃しているのは、皇室の礼儀を表しているのです。あなたに何の資格があって余計な口を挟むの？思い出したわ、あなたの軍主という身分。ただあなたの母親が国交夫人を助けた恩義で、無理やりもらい受けただけ。あなたの体には一滴も皇室の血は流れていない。道理で、こんな下品な振る舞いしかできないわけだ。あなた、私が下品だと言っているの？そうじゃないの？ジュンユン。あなたはただの軍主に過ぎない。本姫が馬に乗れるかどうかは、あなたが、人前で指図することじゃない。以前、私が気にしなかったからといって、姫の前でこんなに奉仕に振る舞っていいと思うな。ギャオジュは以前中ユンのこと、よくかばっていたじゃない。今日はどうしてこんなに冷たいの？もしかして、この中ユンがギャオジュに親切にしていたのは、全部嘘だったの？陛下、神女は決して皇室を軽んじるつもりはありません。姫様のことを心配して、言葉が過ぎてしまいました。チングジーの言う通りだ。チンは、これまでチングジーと仲が良かったことを考慮して、特別に寛大に扱うが、皇室の威厳を軽んじてはならない。今後は姫様から礼儀をよく学びなさい。はい、陛下。立ちなさい。
チング ER、乗馬ができなくても構わない。今後は下の者が面倒を見る。父上ご安心ください。チング ER は大丈夫です。姫様、神女の原稿が不適切でした。お許しください。この白雪駒は珍しい千里の名馬です。ただ気性が荒く、神女は3年の歳月をかけて、ようやく調教しました。姫様がお嫌いでなければ、ぜひ、姫様に献上させていただきます。お詫びの気持ちとして。これは李生氏があなたに送った誕生日の贈り物では？本当に惜しげもなく私に譲ってくれるの？もちろんです。よし、軍主様がそこまでおっしゃるなら、私がまた断るのも。無粋というものだ。それでは姫君、今すぐお試しあれ。私たちもぜひ、姫君のご活躍を拝見させてください。ただし、姫君のこのお衣装はとても豪華ですから、お気をつけください。汚さないようにね、中鎮寺。この暴れ馬は私以外誰も乗りこなせない。あなたがひどく振り落とされ、命を落とすことになっても、自業自得、身の程知らずの報いだ。中鎮寺。あなたは昔からわがままで、いつもヤン ER に難癖をつけている。だが今は強がっている場合ではない。確かにその衣装は邪魔だ。しかも白雪駒は暴れ馬。あなたには到底乗りこなせない。姫君、どうして兄様にそんなことを？あの方はあなたのご夫君ですよ。夫は妻の規範です。あら、生氏が私の夫だと知っているの？私はもうあなたが恥知らずで、レンチという言葉をすっかり忘れ、あの方が既婚者だということも忘れているのかと思ったわ。中鎮寺、どうしてそんなに意地悪になったの？見せかけだけの態度、いつまで得意げにしていられるか見ものだ。この暴れ馬は必ずあなたを地面に叩きつける。良い馬だ。どうしてあなたを攻撃しないなんて。いつからこんな腕前に？ありえない、この無能な愚か者が。どうやって私の雪駒を従えられたの？それもこの衣装で。動きにくそうな衣装を着て。この腕前は私の及ぶところではない。ああ、チングジー。本当に驚いたわ。ありえない。きっと何か卑劣な手段を使ったに違いない。この暴れ馬は劣化のごとき気性。私以外誰も近づけない。どうやってできたんだ？馬が気性が荒いのではなく、でき損ないが乗りこなせないだけ。名馬を。あなた。さすがは愛花の孫娘。この風格、この腕前。本当に非凡だ。チング ER、子供の頃はこういうのを習いたがらなかったのに。今ではこんなに上達しているとは。チンは本当に驚き喜んでいる。結婚して急に大人になったようだ。この乗馬の腕前は実に見事。きっと多くの苦労をしたのだろう。高祖母、チング ER は苦労など恐れません。以前のチング ER は愚かで、向上心もなく、祖母上と父ののご期待を裏切ってしまいました。今のチング ER は分かりました。公主としての。一心の力でこの栄光を担う。以前どうして気づかなかったんだ。彼女にこんな志があったなんて。よしよし、我がチング ER はやっぱり一番だ。今やチング ER はこんなに大した力を持っている。ヤン軍主の支えもあって、愛花の心は、ようやく落ち着いた。チング ER は自分で自分を守れる。チング ER は他人の世話などいらない。関係ない人の世話などしたくもない。太后様、私は。さて、軍の出発まであと数時間だ。これ以上言うことはない。急いで準備しなさい。臣、承知しました。
では、軍主様、馬を譲ってくださりありがとうございます。チングジー。さっきの熱弁を聞いて、本当に性格が変わったのかと思った。相変わらずの嫉妬深い態度じゃないか。ヤンイヤールの勇ましい姿を見て、あなたもこんな格好をした。東志向潜み、身の程を知らないのか。そうそう、私にはふさわしくない。お二人様こそお似合いです。あなた。重鎮時、警告する。言葉に気をつけなさい。ヤンイヤールは幼くして父を亡くした。十分かわいそうなのだ。彼女の母親は、私の母親の命の恩人だ。我が風家は彼女を家族同然に扱い、私と彼女の間は清らかだ。清らか？未婚の娘を。長年、国皇帝に住まわせるほど清らかか？新婚の夜、私を置いて彼女の聖雲園に行くほど清らかか？街中の者があなたたち二人を。天造地設のペアだと思うほど清らかか、フェングリー。天下の者を馬鹿にするのか、それとも私を愚か者と思うのか。中鎮時。ヤンイヤールの父は我が風家の恩人だ。私と彼女の間には兄弟の情しかない。あなたはただ私を誘惑できなかったから。今度は別の手を使って欲取りここたてで私の心をつかもうとしている。フェングリー。あなたは本当に平凡で自信過剰だ。あなたの愛が何だと思う？世にも珍しい宝物か？あなたの愛はゴミだ。あなたも。中鎮時。もう一度言ってみろ。人間の言葉が理解できないのか。本当に疑わしいあなたの将軍の地位は、このまま続けられるのかどうか。チングジー。中鎮時、あなたが傲慢であればあるほど、イェアには誰が本当に大切な人かを見極めるでしょう。ここ数年、イェアには私を妹としてしか見ていませんが、この聖子妃の座はいずれ私のものになります。イェアに怒らないで。姫様はきっと、あなたを狙っていったわけじゃない。ただ気分が悪くて、つい口が滑っただけです。聖子はすでに準備が整っています。軍に即刻出発するよう伝えろ。はい。自由姫様、聖子様、ようこそ。聖子様、ついにいらっしゃいました。陳将軍は重傷を負い、聖子の境をさまよっています。もしあなたが来なければ、私は。ヤン副将、心配するな。私がここに来た以上、幕上の民と将兵を見捨てるつもりはない。すぐに将軍府に連れて行き、陳将軍に会わせろ。はい。チフ。陳将軍の現在の傷の状態は？姫様に申し上げます。将軍は心臓近くに矢を受け、深く刺さり、数日間意識不明です。城中のすべての医者が見ましたが、手の施しようがありません。皆、天命に逆らえないと言っています。心臓近くの矢傷なら、すぐに手術が必要だ。矢尻を取り出すが、この時代の医療技術では、リスクが極めて高い。幸い、私は準備をしてきました。すぐに陳将軍に会わせてください。医者によると、夫がここまで持ったのは、ただ一筋の意志で命をつないでいるだけだそうです。奥様、どうか深く悲しまないで。今、イェアニが来たのですから。きっと幕上の民を守ってくださいます。それに、もし今陳将軍が目を覚ましたとしても、奥様がこんなに悲しむ姿を見たくはないでしょう。夫の生涯で最大の後悔は、幕上を完全に守りきれなかったこと。城の民を守れなかったことです。今、聖子様が来てくださり、夫も安心しているでしょう。すぐに人をやって名誉を探す張り紙を出します。もし陳将軍を救うことができたら、本聖子は彼の願いを叶えてやる。聖子様、ありがとうございます。ヤン軍主、ありがとう。奥様、どうかお構いなく。
新将軍は家兄の古い部下で、家兄は彼を家族同然に思っています。当然、ヤン ER にとっても家族です。軍主、あなたと聖子様は、ウンジとハーニは結局ただの親友でしかない。ハーニは今、聖子妃をめとった。ウンジはただ、彼を時々見られればいい。それだけでこの人生に悔いはない。昔から旧姫は性格が悪いと聞いていたが、やはりそうだった。こんなに人を奪うようなことをするなんて。雲軍主は身分が高いのに、私のような婦人を手助けしてくれるなんて、こんなに優しい心の持ち主が、あんな邪悪な人たちとどうやって戦えるというのか。軍主は心が優しい。あなたは強くならなければならない。きっと、雲が晴れて月が見える日が来ると信じている。姫様、うちの将軍は重傷を負っています。入らないでください。夫人、先ほど姫様が来た時、城の外に出てお迎えしなかったのですか？挨拶もしていないのですか？軍主の意味は、彼女はわざわざこのことで問い詰めに来たのです。私の夫は命が危ないのに、彼女はこんな形式的な礼儀にこだわるなんて本当に心が悪い。姫様、姫様、入らないでください。姫様、姫様、お許しください。本当に夫の傷が危険な状態なので、礼儀を尽くせませんでした。姫様、すべて私一人の過ちです。罰するなら私一人を罰してください。どうか夫の命だけはお助けください。お願いします。姫様の不満はすべて、私一人の過ちです。私の夫は大祖のために尽力してきました。今、そうです、姫様。問い詰めるにしても、時を分けるべきでしょう。今、新将軍は、もうあんな状態なのです。どうかこれ以上我がままを言わないでください。誰が問い詰めに来たと言ったのですか？姫様、何をしているのですか？そうです、姫様。あなたは普段からたくましい男性がお好きだと知っていますが、今、将軍はもう重病でこんな状態なのです。それでもまだ彼を放っておけないのですか？今、私の夫は命が危ないのに、あなたはまだ彼に悪巧みをして恥ずかしめようとするのですか？私はただ彼の傷の様子を見ているのです。まだ助かるかもしれません。姫様、普段からたくさんの男性をお持ちなのは、まあいいでしょう。しかし今、将軍はもう一息なのに、あなたはまだ色欲を捨てられないのですか？姫様、あなたは本当に人をがっかりさせます。ソビウン、あなたのその、人に見せられないような策略をやめなさい。新将軍の命は、あなたが人心を惑わすための犠牲ではない。あなた。新将軍の顔色が悪い。おそらく体内に、まだ異物が残っているのだろう。これ。確かにそうだ。軽率に動くな。姫君。目立ちたいなら、時と場合をわきまえろ。また新将軍の命を危険にさらしたら、責任が取れるのか。なんだと、文集？彼女は医術が全くできないというのか。姫君、ウンジはもう隠し通せません。姫君は確かに医術はできませんが、普段から、邪道ばかり研究していて、かつてこう言っていました。なんだと？彼女は言っていた。死にかけの壮年の男性と、傍事を行えば、永遠に若さを保てると。ソビウン。新将軍は瀕死の状態だ。もし君が再三、邪魔をし続けて、治療を遅らせたら、この剣で君を切る。姫君、今は武力で私たちを脅して、新将軍を恥ずかしめさせようというのか。工事、受け取れ。姫君、工事は武術ができません。もしゼナ考えの者が近づこうとしたら、むやみに刀を振るえばよい。夫に触るな、夫に触らせない。動くな。奥方、何事ですか？
姫君は邪説を信じ、将軍の臨終の清潔を取ろうとして、邪術で若さを保とうとしています。私たちではもう止められません。将軍は国のために命を捧げた。私たちは将軍と生死を共にしてきた。お前たちのような輩に恥ずかしめさせられるものか、恥知らずめ。この厚顔無知な主従を切ってしまえ。違う。蘇生か、自業自得だ、この兵隊野郎たちに。切り刻まれてしまえ、正子妃の座は。もうすぐ私のものだ。何を騒いでいる。生死様、ご挨拶申し上げます。生死様、夫のためにお裁きを。どうしたというのだ。母に、姫君が将軍と傍事を行おうとして、若さを保とうとしているのです。なんだと。生死様、姫君は将軍を救おうとしているのです。まず立ちなさい。母に、姫君が将軍の腹を切り開いてしまいました。蘇生か、普段から横暴な振る舞いをしていたが、今となっては、陳将軍に手を出すとは。最後の一心。私は彼を救っている。救う？彼を殺すまで追い詰めてやっと満足するのか旦那様。私の不甲斐なさであなたの最後の尊厳さえ守れませんでした。旦那様、私からお詫びいたします。奥様衝動的に、お姫様私をやめないで。旦那様と共に行かせてください。奥様、本当に救っているのです。陳将軍の体内の矢尻、すでに取り出しました。しばらく静養すれば回復します。私の旦那様をここまで傷つけてまだ厚かましいことを。そうですよ、姫君ここまで来てまだ強がって。陳将軍の体が手に入らないからといって、彼を殺したのか。周囲雲陳将軍は危篤状態です。私が必死に救おうとしているのに、あなたは彼の命を顧みず、何度も私を侮辱する。今や彼は危険を脱した。それなのに、彼の名誉を傷つける一体何のつもりだ。今日たとえ私が殺されようとも、陳将軍のために正義を訴える。重鎮時あなたは宇宙神を殺害し、次に奥様を追い詰め今また侮辱的な発言を。ヤンイヤール一体これ以上何人傷つけるつもりだ。フェングリー。頭がおかしいのかそれとも耳が聞こえないのか。もう一度言う私は彼を救っている。信じられないなら医者を呼んで確認させろ。正子将軍の顔色が良くなってきたようです。フェング SI すぐに隊を呼べ。はい。中鎮時を連行しろ。私の命令なしでは解放するな。はい。姫君どうぞ。ああ。やはり中鎮時の役立たず。何の医術だ陳将軍は結局亡くなった。家兄様の将兵への慈愛の心なら、簡単には許さないだろう。これこそが私の、急須を叩く絶好の機会。先生なぜ首を振る。陳将軍はまだ助かるのか。生死申し訳ありません。今首を振ったのは、驚きのあまり言葉も出ませんでした。将軍が危険を脱したのです。旦那様。奥様ご安心を。将軍の脈は安定して力強いです。数日調理すれば、間もなく回復するでしょう。しかし昨日、多くの医者が薬では治らないと言っていました。これこそが、私が驚いたところです。将軍の傷の状態からすれば、本来は。しかし、今のこの生命力は、まさに奇跡です。先生、これを見てください。これは新先生の体にある。奇妙な傷と関係があるのでしょうか。その通りです。なるほど、メイが治療を施していたのですね。メイ。まさか、本当にあの方だったのか。先生、どうしてそうおっしゃるのですか。
生死、将軍が回復した鍵は、あの公人が、将軍の心臓近くの矢を取り出したことです。心臓の位置は非常に重要で、矢を取り出す際に少しでもずれれば、将軍は即死していたでしょう。しかし、この公人は、そんな危険な行為を見事に成し遂げたのです。そして、これほど精巧な手法で傷を縫合しました。このような医術は、私の生涯で初めてです。方の再来と言っても過言ではありません。先生のような医術の達人でも、そう断言されるのですね。なるほど、姫様は本当に徳を持って恨みに報い、私の夫の命を救ってくださったのですね。さっき、姫様は人を救っていたのに。私は偏見に目を曇らせてしまいました。生死、私は目が節穴でした。姫様の救命の恩を無にしてしまいました。私は姫様に頭を下げ、謝罪と感謝を申し上げます。感謝します。早く扉を開けなさい。姫様、お気をつけて。姫様、ご注意を。生死はあまりにも冷酷です。あの一撃は明らかに見栄の殺意が込められていました。姫様のお体では耐えられません。それにあの人たちは、本当にひどすぎます。姫様、誰か来てください。姫様が怪我をして血を吐いています。医者を呼んでください。姫様。あなた、何しに来たの？無礼者。この卑しい下女が、私たちの姫君に大声で騒ぎ立てるとは。話して。痛い。この壺を押せば、あなたは3日間痛みに苦しむでしょう。私の人を傷つけた罰です。軽い懲らしめです。中鎮寺。ここまで追い詰められて、まだ威張っているのですか？以前は本当にあなたを見くびっていました。私があなたを殺すと言ったら信じますか？あなたにそんな力が？そんな能力はないでしょう。あなたは陰謀をもてあそぶことしかできません。推測させてください。次は自分を傷つけるべきだ。泣き叫んで私があなたを傷つけたという。そうすればイェ兄さんが心を痛めて私を殺してくれる。あなたの仇を討つ。あなた。どうして知っているの？どうしてまだ手を出さないの？時間を計算してみる。あの医者はもう検証を終えたはずだ。あなたの家兄さんも来るはず。どうしてまだ手を出せないの？私が手伝う。中鎮寺、この小悪魔。私を傷つけるなんて、もし傷跡が残ったら。これからどうやって家兄さんにお仕えするの？あなたと戦うわ。天が私を助けてくれたに違いない。陳将軍は中鎮寺に殺された。これらの兵士たち。中鎮寺の命を取るために来た。姫様、私を傷つけたことは小さいことですが、どうして陳将軍を傷つけることができたのですか？姫様、まさか陳将軍は本当に。いいえ、ありえない。私が離れた時。陳将軍は明らかに危険を脱していた。いえ、どういうことだ？姫様、今日、あなたが陳将軍を切り裂いたのではないですか？それで彼は死んだ。あなたはこんなに残忍で血に飢えている。本当に見ていられない。もし今日、将軍府があなたを殺して憤りを晴らすなら、私もこれ以上あなたのために情状酌量を求めることはできない。ヤンイヤール。どうしてこうなったの？イエ兄さん、今日、私はただ姫様を説得しに来ただけ。人民将軍の霊前に頭を下げ、謝罪させようとした。思いもよらなかった。姫様は悔い改めず、私の顔をナイフで切った。ヤンイヤール、陳将軍は？イエ兄さん。ヤンイヤールは陳将軍がこんな不幸にあったことを知っている。あなたの心は父に乱れ、ヤンイヤールの心も悲しみでいっぱい。イエ兄さん。これから私は姫様と姉妹の淵を切る。もう二度と彼女をかばわない。もし今日、将軍が彼女の命で、将軍の霊を慰めるなら、ヤンイヤールも何の恨みもない。文主、そうではない。私の夫は、夫人。すべての過ちはヤンイヤールの過ち。ヤンイヤールは姫様の行動が強盗であると知りながら、必死に止めることができず、将軍の遺体を冒涜してしまった。奥方様、どうかご自愛ください。
さもないと、将軍様の御霊が、奥方様の悲しみを見て、きっと心を痛められるでしょう。軍主様、何をおっしゃっているのですか？遺体だの、慈愛だの、私の夫は元気です。御霊なんてとんでもない、そんなはずがない。姫様、妾は目が曇っておりました。これまで姫様に大変失礼いたしました。どうかお許しください姫様、妾はこれまで大変失礼いたしました。姫様は私の夫を救ってくださいました。妾にはお返しのしようもありません。今日から、妾の命は姫様のものです。この身をもって姫様の恩に報います。姫様の救命の恩に感謝いたします。奥方様、どうぞお立ちください。陳将軍は我が大祖の英雄です。私はただ当然のことをしたまで。こんな大礼はなさらなくて結構です。皆さん、どうぞお立ちください。あなたたち、気は確かですか？あの方は陳将軍を冒涜したのですよ。陳将軍を切り裂いたのに、どうして？逆に感謝などできるのですか？軍主様、自重なさってください。姫様は私の夫を救おうとしていたのです。あなたの言うような、卑劣な人ではありません。ヤンイヤール。確かに中鎮寺が陳将軍を救いました。もし中鎮寺が、将軍の胸の矢尻を取り出さなければ、将軍は命を落としていたでしょう。そんなはずがない。あの方が陳将軍をあんなに傷つけたのに。医者さえも首を振り、助からないと言った。わかった。きっと陳将軍は臨終の輝きを見せたのだ。あなたたちは騙されているもたくさんです、軍主。医者が首を振ったのは、姫様の神業のような医術に感嘆したからです。助からないと言ったわけではありません。軍主は姫様の治療を再三妨げ。今また私の夫が亡くなるというのですか？あなたの心根はどうなっているのです？普段の優しくしとやかな姿は、偽りだったのですか？いいえ、イエ兄さん、ヤンイヤールはただ焦っていただけです。ヤンイヤールはただ心配のあまり。陳将軍が無事だと分かっています。今日のことは。確かに私たちは、中鎮寺を誤解していました。姫様、ヤンイヤールの出現でした。無事で何よりです。今日、姫様は大きな功績を立てられました。姫様がヤンイヤールを傷つけたことは、ただ心中の不満を晴らしただけです。構いません。姫様がお喜びなら、ヤンイヤールのこのくらいの悔しさは、何でもありません。あなたの悔しさは、あなたはただ汚い手を使って私を陥れようとするだけだ。次に嘘をつくときは、この、豚のような頭を使ってくれ。私が連れ戻されたとき、刃物どころか、衣類さえも片付けておいた。この、星雲円にしかない刀が、勝手に私の手に渡ったというのか。私はあなたの手下に連れてこられた。私が武器を持っていたかどうか、あなたの方がよく知っているはずだ。もし誰かが刀を向けてこなければ、私は決して反撃しなかった。違うよ、イエ兄さん、ヤンイヤール。ヤンイヤールはやってない、ヤンイヤール。今回のことは確かにあなたが悪い。フェング SI、ヤンイヤールを連れて治療に行け。イエ兄さん、イエ兄さん、私じゃない、彼女じゃない。イエ兄さん、私じゃない。どうして今まで気づかなかったんだろう、ヤンイヤール。こんなに計算高い人だとは。どうやら私は彼女を甘やかしすぎたようだ。そして中鎮寺を誤解していた。中鎮寺。今日のことは、中鎮寺。先生、どうですか？聖子、姫様はまずあなたの衝撃を直接受け止め、さらに陳将軍の傷の縫合を無理して行い、その結果、古傷が癒えない上に気血の滞りが生じ、これらが重なって今回の病に至りました。私は、いくつかの薬を処方しますので、静養が必要です。先生、お願いします。
生死。今日のことは、あなたにも感謝しています。もしあなたが姫様を幕上に連れてきてくれなければ、私の夫はもう、姫様は我が将軍家に再生の恩があります。奥様、お言葉です。今日のことは、私もただの、目が見えず心も見えない愚か者でした。本当に申し訳ありません。この感謝の言葉を受ける資格などありません。生死。どうか私に一言言わせてください。姫様の気品と心の広さは、噂のようなひどいものではありません。これは誰かが故意に中傷しているのでしょう。どうか生死、目の前の人を大切にしてください。ジャオイアール、フェングエス愛に伝えてくれ。これから数日の戦況報告は、すべてここに届けるように。生死、おっしゃるのは、ここで姫様のお世話をするということですか？私は彼女をここまで傷つけてしまった。当然、彼女が無事なのを見届けなければ。すぐに参ります。目の前の人を大切に。どうしてここにいるの？ジアオイアールは？彼女を外に出した。中鎮寺。今日のことは君に申し訳ない。私が悪かった。私は善悪もわからず、君を傷つけてしまった。謝罪だけで済むなら役所の法廷なんて必要ない。わかっている。今の私が何を言っても無駄だ。でも君の怒りが収まるなら、殴っても罵ってもいい。決して手を出さない。またはどう保証すればいいか教えて。私にできることなら、必ず約束する。生死。本当に一言千金か？もちろん。それならば、ワリの書に署名して。中鎮寺。ワリのこと。やめてもらえないか。もし君が望むなら、私たちは仲直りして、互いを敬い合える。君はあの尊敬された聖子妃のままだ。私中鎮寺を何だと思っている？厚かましい小娘か？君が心変わりしたら、私は感謝して受け入れなければならないのか？私はもともと大祖の王女。私の尊厳は君のおかげではない。聖子妃の地位。君が施す地位も、君自身もいらない。君はそんなに冷酷なのか。昔は、私にそんなに夢中だったのに。そう。昔、心の底から君を愛していた。中鎮寺はもう死んだ。あの新婚の夜、君に絞め殺された。あの日私は薬で意識が朦朧とし、自分を制御できなかった。確かに手加減せず、殺すつもりはなかった。いい言い訳だ。新婚の夜、薬を飲んで、彼女の部屋に走って浮気した。どう説明するつもりだ？浮気ではない。中鎮寺。あの日私は青い閣に行った。彼女が人を使わして呼んだから。病気だというので、見舞いに行っただけだ。行く前に、すでに太陽を呼んで、彼女の薬を解いた。彼女との間は清らかだ。中鎮寺。これはすべて誤解だった。誤解。あなたは口々に、仲直りしたいと言っていた。それなのに、あんなひどい仕打ちを、ただの誤解で済ませようとする。最初から最後まで、あなたは私に最低限の尊重さえ与えなかった。私が求めたのは、あなたの後悔ではない。聖子妃の地位でもない。ただ、一人の人間として当然の尊厳が欲しかった。そう。その通りだ。我がフェングリーは一生、潔白を自負してきた。それなのに、新婚の夜であなたを恥ずかしめた。中鎮寺、あなただけでなく、
私自身も自分が醜く思える。あなたの許しを求めない。だが、この一言。必ず言わなければならない。あの日の過ちのために。あなたを軽視し、無礼にしたことへの謝罪だ。これからは心を尽くしてあなたに接し、わずかでも償いたい。聖子様の言葉にはいくらか責任感が感じられる。それなりに。あえて行動する人物と言えよう。しかし、私たちの間にあるのはただの錯覚。早めに決着をつけ、離縁する以外。私には何も求めない。本当にこれ以上、余地はないのか。聖子様、あなた。聖子様、急報です。聖子様、公主様。北進の族が再び攻めてきて、大規模な侵攻を開始しています。どうしたことか。これまでにすでに三度も城を攻められ、陳将軍が軍を率いて3度撃退しましたが、我が軍の被害は甚大です。陳将軍は重傷を負っています。我が軍の兵力はまだ回復しておらず、北畑は非人を幕上に潜入させ、民衆を殺戮し略奪を働き、状況は非常に深刻です。非人。幕上の城壁は通常の高さがある。どうやって飛び越えたのか。間違いありません。これらの非人は何らかの手段を使い、城壁を越え、武器を持たない民衆を狙って襲撃しています。我が軍の将兵は城内で必死に防戦していますが、十分に守りきれません。民衆の負傷者は数知れず、今も次々と非人が、城内に侵入しています。これ以上、彼らが城内に入るのを許してはならない。治安にある秘書を変えてくれ。王主様、これは。軍に連れて行ってくれ。民の安泰は大罪よりも重い。賊が大祖で民を虐殺することを絶対に許さない。前世では戦場の指揮官として、作戦を練るのも得意だった。今日こそ、幕上の民に一縷の望みをもたらしたい。ダメだ。傷が癒えておらず、武芸もない。混戦場に行けば、死ぬのと同じだ。聖子は以前、陳将軍を救えば、願いを一つ叶えるとおっしゃった。まだ有効か？その願いで戦場に行く機会を得たいのか。はい。聖子の言葉は重い。即刻通行を許可する。わかった。この約束は認める。だが、私と離縁するか。戦場に行くか、どちらか一つ選べ。どうしてこんなことで脅す？今は国難だ。私とあなたの事情を語る時ではない。だからこそ国難なのだ。あなたは王祖の姫君。私はあなたを守る。卑怯だと言われようと。人の弱みにつけ込むと言われようと、この体で。戦場に行くことは許さない。中鎮寺、ここは戦場だ。気ままに振る舞う場所ではない。戦場に行くのが気ままな行動？私は王祖の姫君。民に愛され、民を守るのが使命だ。民が危険にさらされているのに、おじけづくなら、たとえ火の中水の中でも行かねばならない。大祖の三河は、あなた一人の女性が命を懸けるほど脆弱ではない。以前は従順だったが、卑怯で嫉妬深いというレッテルを貼られた。しかも、天下の攻防は万人の責務。女性は温室の花だなどと誰が言った？天下の無数の女性はみんな、己の正義のために戦える。私を見て、天下の女性を見た。先ほど約束したばかりで、全力で協力すると、言葉の余韻も冷めやらぬうちに、もう空約束になったのか？ジャオイアル。聖子。姫君に着替えよう。姫君の正気凛然たる姿に、フェングボを心から敬服する。この戦い、私も、共に生き、共に帰ろう。聖子に参る。聖子、これは。十姫君中鎮寺。今日から、彼女は九条の戦いのすべてに参加する。そんなことがあってよいものか。戦場は危険だ。姫君が来るべき場所ではない。大敵大戦、手に力のない女性を連れてくるとは。軍中でこんなことをするなんて、子供じみている。あの日、宮門の外で彼女の技術を見た。まさか弓術もこんなに優れているとは。諸将軍の意命はかねがね伺っておりました。しかし、この中鎮寺は無能ではありません。
今、幕上は危機に瀕しています。敵を打ち破る策以外は、余計な話は無用です。姫君のおっしゃる通り、今の急務は、幕上の危機を救うことです。現在の軍情はどうですか？北畑の8万の大軍が城下に迫り、我が軍は3度の苦戦を経験し、残りは2万にも満たず、その半数以上は傷病兵です。生死が連れてきた2万の精病を除けば、総兵数は3万に届かず、3万対8万。この兵力差はあまりにも大きい。最も憎むべきは、北畑のあの飛び人たちだ。彼らは天から降り立ち、城壁を越え、城内で焼き討ち略奪を働く。毎回の対戦の前に、必ず後方をかみ出し、民衆を、3度も惨憺たる被害を受けた。我が軍の将士が前線で敵を撃つ中、家族は惨殺される。この北畑は、我が軍の心を徹底的に乱そうとしている。姫君のご指摘通り、北畑のこの心を砕く計略は実に陰険だ。この飛び族が空中を飛ぶなら、なぜ旧兵に、直接用途とさせないのか。試したことがないわけではないが、あの飛び人たちは、彼らは微動だにしない。なんだと。生死、姫君、ご覧ください。これは絵師が描いた飛び人の姿です。北神の族は、このような奇怪な姿で飛行している。さらに、これは彼らが翼として使っている材料です。非常に頑丈で、普通の矢では到底貫通できません。なるほど、北畑の飛び人の秘密は、すっかり見破った。このものの秘密は、質の良い祖父を選び、油に浸して繰り返し補強したため、これほどまでに密閉性が高い。驚くべき人生で、普通の矢を防ぐのに十分だ。まさにこのため、風力を防ぐことができる。骨組みを翼として補強し、風力を利用して空中を飛ぶ。姫君のおっしゃる通り、この布地には油の匂いがする。チングジー、あなたはすでにこのものの秘密を見破ったのだから。きっと、敵を制する方法もお考えでしょう。そうです姫君、どうかご教示ください。敵を打ち破る方法は一体何ですか？火攻めです。よし、油を使っているなら火攻めは、当然の対策だ。全軍に伝令せよ、河川に乾燥し、北畑の飛び族を一人残らず、焼き尽くせ。はい、姫君に敬礼。この大勝利、実に痛快だ。北神の族どもめ。飛び道具を頼りに、長らく暴れ回っていたが、今日のこの一撃で、奴らを焼き尽くし、骨すら残さぬ。まさに胸のすく思いだ。畜生、この小酌な野郎ども。我が王祖の民を長年苦しめておって、今日は奴らが炎に包まれ、泣き叫ぶ姿を見届けた。無念の死を遂げた民たちの霊にも、ようやく報いることができたというものだ。チングジー、今回の戦いは君のおかげだ。踏んだ北畑の飛び道具の秘密を見破らなければ、幕上の民は、また血みどろの戦いに巻き込まれるところだった。実は、あの材質の話をしたとき、君はもう火攻めの方法を考えていたんだろ？だがわざと私に言わせた。私の威厳を立てるためだったんだな。君は才能に溢れている。様子は塵に埋もれるべきではない。私はただ蓋を開けただけ。君の輝きは毅然と現れたのだ。結局、軍の心を掴んだのは君自身だ。チングジー、この一杯は君に敬まそう。聖子様、姫君、抹消も一杯献上いたします。天狗など功を貪るつもりはありません。今回の大勝利は、姫君の功績が第一でございます。姫君は世を救う才能をお持ちで、陳将軍を見事に救っただけでなく、幕上の包囲の苦しみも、解いてくださいました。大祖にこのような女傑がいらっしゃることは、国の大きな幸せです。抹消、心から敬服いたします。私はただ当然のことをしたまで。諸将の皆様こそ、幕上を守り、決戦を続けてこられた。あなた方こそ真の英雄です。姫君、その広いお心に、我らは心から敬服いたします。以前は目が曇っており、ぶしつけな態度をとってしまいました。姫君、どうかお咎めください。諸将の皆様、どうかお立ちください。あなた方は国を守ってこられた。何の罪があるというのです。
今日の大難を本当に償いたいのなら、この杯を共に飲み干しましょう。姫君に乾杯。姫君は本当に気迫が終わりで、聖子様は良いお相手を得られましたな。実に羨ましい限りです。姫君は才知に優れ、我が王祖の随長でございます。聖子様は本当にお幸せで。皆様、どうか私をからかわないでください。軍中では庄司を重んじるべき。今日はただ楽しむことにしましょう。姫君と共に酔いどれるまで飲みましょう。シングジー、昔の私は目も心も曇っていた。これからは全力で償い、真心を持って接するつもりだ。ただいつか、君が再び私を受け入れてくれることを願っている。ほらほら、聖子様の杯がずっと上がったままですぞ。酒は一雫も減っていないのに、目はすっかり姫君に釘付け家ですな。君子はどうなさった？酒に酔うのではなく、人に酔っているのでしょう。見てごらんなさい。聖子様の目にも心にも、姫君しか映っていないようですよ。この頃一緒に過ごしてきて、フェングリーには責任感と策略、情け深さがあることが分かりました。確かに大祖の戦心の名に恥じない。ただ、私たちの間は、最初から間違いだった。気をつけて。姫様、お許しください。抹消は本意ではありませんでした。ただ、失態を演じてしまいました。これは、何が起こった？どうなっている？脈が乱れている。邪毒が内に沈んでいる。高熱と滑血。まずい、毒笛を封させよ。営内のすべてを列種で消毒せよ。物が触れたすべての封は直ちに消去せよ。一体何？接触したものはすべて隔離せよ。急げ。シングジー、これはどういうことだ？強力な疫病だ。感染力が極めて強く、非常に危険。報告。聖子、姫様、営内で奇病が発生しました。すでに数十人の将兵が混沌し、みんな高熱が下がりません。全員滑血の症状があります。この病気には7日の潜伏期間があり、今集中発生しています。これは疫病だ。全面拡散した。非人の災いを乗り越えたばかりなのに、今度は疫病か。聖子、姫様。今どうすればいいのですか？姫様、これはどういう意味ですか？口と鼻を覆えば一時的に病気を遮断できる。列種は消毒貿易に効果がある。今日から疫病が制御されるまで、軍中の全員が毎日これを実行し、怠ってはならない。最も重要なのは、直ちに前衛を封鎖することだ。疫病が街に広がり、民衆を巻き込むことを絶対に許してはならない。もしその時、北旗が虚に乗じて攻め込んできたら、幕上は危うい。三軍、命令を聞け。即刻軍営を封鎖せよ。軍中の将兵は、勝手に動いてはならない。全員が口と鼻を覆うこと。夜間の休息中も外してはならない。命令に背く者は、軍法で処断する。はい。さらに、すべての患者が触れた物品は、すべて焼却せよ。怠ってはならない。発病者は直ちに隔離せよ。私の許可なしに、町に入ることを許さない。何をぼやっとしている？姫様の言う通りに、すぐに実行せよ。聖子、姫様、病気の兄弟たちを隔離して、面会を許さない。これは、彼らを見捨てるつもりですか？誰が彼らを見捨てると言った？すべての患者を、この重鎮寺が自ら治療する。今日、我重鎮寺在庫たちか。私が生きている限り、絶対に諦めません。大祖の将兵も、すべての病患も、私重鎮寺が自ら治療します。姫君、とんでもありません。この疫病は非常に凶暴です。姫君の期待を危険にさらすなど、万一のことがあれば、私ども、万死に値します。姫君、あなたの大義は理解しています。しかし、姫君のご安全は何よりも重要です。むしろ、医官たちに診察させてください。姫君は陣中で指揮を取ってください。シングジー、これは非常に危険なことです。あなたに何かあってはなりません。病人の治療は、有能な医師を派遣します。あなたは陣中に留まり、一歩も外に出てはいけません。そうです、そうです、姫君、その通りです。忘れましたか。私も医者です。皆様のご心配、シングジーは感謝します。しかし、私は姫君として、城のすべての民を守らなければなりません。医者として、傷ついた人を救うのも私の務めです。ですから、公にも理にも、私は退くことはできません。シングジー、
あなたの医者としての人心は知っていますが、この病患は並大抵のことではありません。忘れましたか？陳将軍が危篤の時。城の民は誰も手の施しようがありませんでした。しかし、私中陣寺はその日、彼を鬼門から引き戻しました。今日、私もきっと、この疫病に対処する方法を見つけ出します。これは、その日、確かに姫君の妙手により、陳将軍の命が救われました。ですから、皆様ご安心ください。私は必ず防護をしっかりと行い、自分が傷つくことはありません。よし。あなたがどうしても行くというのなら、私も共に進退します。薬剤の準備であれ、人員の配置である。私も共に立ち向かいます。抹消も姫君に従います。たとえ薬剤の運搬だけでも、姫君を、一人で危険にさらすことはさせません。皆様将軍の戦場は、北漠にあります。北肌が虎視眈々と狙っています。皆様が私と共に病の治療に行けば、誰が幕上を守るのですか？陣地を守ることが、すべての人の命を守ることです。私ども、必ず姫君のご期待に依頼ます。ことは急を要します。まずは基礎的な処方を考え、将兵たちの状態を安定させます。その後、根治の方法を研究します。皆さんを失望させません。神宮寺、少し休んでください。あなたは一晩中働いていました。私は待てますが、軍の兵士たちは待てません。一日でも早く。薬を開発すれば、一人でも多くの人を救えます。成功しました。この処方箋通りに。3日もすれば、兵士たちの病気は回復します。疫病は制御できるようになります。成功した、成功した。神宮寺。急いで、この処方箋で全力で薬を煎じて、すべての患者に配布してください。素晴らしい、素晴らしいです。姫様、この処方箋は絶妙です。部下はすぐに実行します。私がやります。あなたは仕事に集中してください。私がやります。脈拍は以前よりもずっと安定しています。しかし体内の毒はまだ消えていません。次の薬で。
私は高連を参戦加えて、内者を清めます。お嬢様のような高貴な方が、私たちのような粗野な者のために、自ら薬を整えてくださるとは、この恩は万蔵でも報いられません。よくなりました。ゆっくり休んで、早く良くなってください。幕上の民衆があなたを待っています。病気が治りました。よかった、よかった。病気が治りました。はい、姫陛下にお会いします。早く起きてください。姫様、軍営の疫病は完全に制御されました。感染した兵士の9割は危機を脱しました。今回の疫病は危険でした。姫様が心血を注ぎ、妙手を振るわなければ、私たちは結果を想像すらできませんでした。姫様、兵士たちの命を救っただけでなく、軍の士気も安定させました。姫様の恩は再生のようです。部下たちは、姫様のために剣馬の労を尽くします。お疲れ様でした。姫様は日夜働き詰めで、長い間休んでいません。はい、姫様は3日間眠らずに働き、私たちはここで邪魔をしています。私たちが愚かでした。残りのことはあなたたちに任せます。すべての兄弟が完全に回復することを確認してください。はい。あなた。目を閉じて、安心して休んでください。チングジー、ごめんなさい。以前は私が一時の愚かさで、あなたにたくさんの苦しみを与えました。今あなたのこの姿を見て、私の心は刀で切られるようです。これから、私は全力で埋め合わせます。チン、あなたの許しを求めませんが、ただ、もう一度機会をください。眠ってるのね。最近は疲れすぎてる。安心して眠って。フェングリーは確かに立派な男だ。最近のことは彼の償いの心も本物だ。でも罪悪感だけで愛は支えられるのか。チングジー、目が覚めた。どう？体の調子は悪くない。大丈夫、少し寝すぎただけ。よかった。今回の疫病は勢いが強くて、君は危険に身を置いた。もし君も感染したらと、心配で夜も眠れない。本当にどうしたらいいかわからない。そうだ。今回の疫病、不自然だと思わない？不自然。何度も検証した。今回の疫病の潜伏期間を計算すると分かったんだ。最初に症状が出た兵士。彼の発症時期を逆算すると、陳将軍が重傷を負い、軍営の防衛に、一時的な手薄があった時期と一致する。つまり、今回の疫病は天災ではなく、人災だというのか。ここ数日調べてみた。陳将軍が負傷後、北畑から押収した物資の中に、
異常に新品の物資が混ざっていた。戦場で押収した物資が、全く使用跡がないはずがない疫病の源は、これらだろう。北秦の俗名、なんと悪辣な連関係だ。まず陳将軍を重傷させ、毒を投じて軍営を混乱させ、疫病が蔓延し、戦力が尽きた時を見計らって、隙をついて攻め込む、卑劣極まりない。幸い陳将軍が負傷し、まだ、これらの品を確認する暇もなく、直接将軍府に持ち帰った。そのため疫病は大英にとどまり、幕上の民衆を傷つけなかった。もしこの計略が成功し、我が軍の防衛線が崩れたら、彼らはまっすぐに進軍し、幕上を奪うだろう。ならば、彼らに成功させよう。何？わかった。計略に乗じて逆に仕掛けるんだね。今は敵が表に、我々が裏にいる。反撃の時だ。よし、すぐに会議室で作戦を練ろう。イエ兄さん、ヤンイーアールやっと会えた。ヤンイーアール、心配してたよ。雲次。将軍邸で静かにしていればいいのに、どうして軍営の重地に来たの？雲次は軍中で疫病が流行っていると聞きました。雲次、本当にあなたが心配でたまりません。日夜あなたの安否を気にかけ、食事も喉を通りません。だから一刻も早く駆けつけたのです。じゃあ、軍主さんの馬は本当に遅かったですね。疫病が最も猛威を振るっていた時には姿も見せず、今になって全てが収まったところで、急いできて深い愛情を演じている。今になって全てが収まったところで、急いできて深い愛情を演じている。私、バカみたいに疫病が猛威を振るっている時に来るわけないでしょう。今は風当たりが弱まったから、あなただけが夜兄さんを独占するなんて許せない。夜兄さんは私のものよ。姫君、雲次を誤解なさらないでください。雲次、わざと遅れたわけではありません。あの日、あなたと夜兄さんが無断で軍営に向かったと聞き、雲次、知ってから気が気ではありませんでした。すぐにでも後を追いたかったのですが。しかし、あの日、姫君に傷つけられたところが言えず、それが皇帝を遅らせたのです。いいえ、あなたの言い分を聞いていると、まるで本姫が悪いと言わんばかりですね。本姫は、あなたというお偉いさんが十分に養生するのを待つべきだったと。それから牧場の民の生死を気にかけるべきだったと。雲次、そういう意味ではありません。夜兄さん。雲次、一刻も早くあなたのそばにいたい。何もかも捨ててでも駆けつけたい。こんな些細な傷や。疫病でひどいわけがないでしょう。雲次、慎みなさい。私とあなたは兄弟の情しかない。そんな言い草はあまりにも越権行為だ。夜兄さん、まだ雲次に怒っているのですか？あの日、将軍邸で雲次は本当に、新将軍の傷が心配でたまらなくて、焦るあまり分別を失ってしまいました。だから姫君に失礼なことを言ってしまったのです。姫君、雲次はもう間違いに気づきました。それに、あの日あなたはすでに雲次を罰しました。どうか姫君、寛大なお心で雲次を許してください。今回だけ。その上辺だけの愛想笑いをやめなさい。本姫はそんなものには騙されない。それとあなた、このおしゃべりな花と仲良くしてなさい。本姫はこれから政務を儀する。夜兄さん。よくもやったわね、蘇生家。退いて進むとは。夜兄さんをこんなに気にかけさせて。それに逆らって。見てやるわ。学もない能なしのあなたが、どんな成果を上げられるのか。成果、待って。とんでもない。家張様にそんな態度を取るなんて。まったく、身の程知らずだ。軍の重要時、無関係者は立ち入り禁止。無礼者。この群衆用を止めるとは。軍主の命令だと言おうが、天の神様が来ようが、無礼者は中に入れない。じゃあ、どうして重鎮事は入れるの？彼女は自由姫様だからだ。ここは軍の陣地だが、姫様が望めば、この陣地のどこでも、行けない場所などない。いいわ、重鎮事。やはり姫様の肩書きを利用して、特別扱いされているのね。この軍主様は皇帝陛下直々に任命された軍主よ。今すぐ道を開けなさい、命令よ。ここは軍の陣地、我々は軍令のみに従う。姫様でさえ我々に礼を尽くしているのに、お前ごときが。たかが皇室の血も引かない名ばかりの軍主。何の功績もないくせに、偉そうにするな。いいわ、あなたたち。この軍主様を、あの無能な姫様と同列に扱うなんて。この不敬罪で処罰されてもいいの？私に功績がないというの？じゃあ、彼女重鎮事は何を成し遂げたの？自由姫様に功績がない。聞き間違いか？それとも、この軍主様はバカなのか？
この下賤な兵士たち、この軍主様を侮辱するなんて。彼女重鎮時はたまたま、陳将軍を助けただけ、そんなに褒めたたえる価値もないのに。たまたま。十姫様は陳将軍を助けただけでなく、傲慢な北畑の飛陣を打ち破り、たった3日で疫病を鎮め、全軍の命を救った。こんな功績がたまたま。だったらお前もたまたまやってみろ。みんなに見せてやれよ。よく言った、お前は何様だ？自由姫様に口出しする資格もないくせに。そうだ。ここは軍の陣地、先行だけが物を言う。身分ではない。軍主様の威張り散らしたいなら、都に帰れ。そうだ、帰った方がいい。前に何だって言ってた。この軍主様は、優しくて善良で、自由姫様よりずっと上だって。今見たら、姫様の髪の毛一本にも及ばないじゃないか。あなたたち。ガヤガヤして、何たる態度だ。聖様、ごきげんよう。日頃の訓練が足りないのか。まだ騒ぐ元気があるのか。いえ兄様、ヤンイヤールは騒ぎたくないんです。みんなが入らせてくれないから。それにヤンイヤールを侮辱するんです。ウンジはただあなたを心配しているだけです。ウンジ、ここは軍の機密重地です。確かにあなたが来るべき場所ではありません。でも、姫様も来ているのを見て、姫様があなたを助けてくれると思いました。それは、ウンジもきっと助けるはずです。私、絶対に邪魔しないと約束します。帰りなさい、ウンジ。軍情は緊急です。清田はまだ幕舎の中にいます。軍事の相談を待っているので、遅らせるわけにはいきません。なんだって？軍事の相談？そんなはずがない。あなたたちは間違っていますよ、姫様が。どうして行軍や戦いのことを理解できるでしょう。清田はすでに実力で自分を証明しました。今、軍中の将士たちは彼女を敬服していません。彼女は優れた医者であるだけでなく、優秀な統帥でもあります。あなたはウンジをからかっているのですか？旧姫様、彼女は以前は明らかに役立たずでした。どうしてそんなことが？ウンジ。以前は確かに私たちに偏見がありました。将士たちの言葉は一言一句本当です。清香が軍中にいることは、確かに我が軍の幸いです。それなら、ウンジは安心しました。でももし何か、ウンジにできることがあれば、遠慮なく言ってください。それでは、ウンジは先に失礼します。蘇生家は本当にテレンレですね。たった数日で、とこの武骨者たちを、手なずけてしまったなんて。しかし、人心を買おうとするなら、私はあなたを失脚させます。外はどうした？問題ありません。すでに適切に解決しました。私たちは続けて議事を進めましょう。北派だ。もともと我が軍が疫病に苦しんでいる間に、密かに兵を動かそうとしていました。しかし、我が軍は発生直後に全軍を封鎖しました。だから、彼らは発病の時間しか知りません。我が軍がすでに回復したことを知らないのです。これはまさに計略に乗じる好機です。北畑の行軍速度からすると、3日以内にここに到着するでしょう。3日、十分です。ここは我が軍が駐屯している谷から。市川を隔てただけです。私たちは外に向けて。疫病が制御不能のふりをしながら、密かに先手を打って、精鋭部隊をここに移動させ、伏兵を配置できます。彼らは我が軍がもう抵抗できないと思い、おそらく、この最も近い洞窟から奇襲してくるでしょう。その時私たちは、袋のネズミを捕まえることができます。この戦いに勝てば、必ず我が軍の威風を再び奮い立たせることができます。北畑を二度と犯させないように。チングジー、君の采配は神のごとく。心から敬服するよ。おだてても無駄だよ。こんな小細く、四方に名を轟かせる。将軍様の前では赤子の手をひねるようなものさ。今日陣営の外で騒いでいたのは、注意言うんだろう？君が軍務に参加できるのを見て、彼女も口出したがってた。すぐにやり方を説明したが、うまく収まったよ。聖司様、姫君。何か？ヤン軍主が縁を用意し、午後の無礼を浴び、将士たちに謝罪したいと、特に聖司様と姫君をお招きしたいとのこと。そんな覚悟があるなら、見直したのに。酒に毒あり、縁に計略ありだ。行こうye兄様、用意周到な妹分の芝居を見物しよう。今度はどんな手品を見せてくれるのかな。ああ、チングジー。
中鎮寺、今夜過ぎれば。お前は万人に抱きされる陰婦だ。その時、まだ神のように崇められるが見ものだわ。家兄様と聖子妃の座は、私のものよ。さあ。なんだよヤン軍主。謝罪の縁だって。本人が遅れるなんてどういうつもりだ？午後のことが恥ずかしくて顔出せないんだろう、知恵。根っから我々軍人を馬鹿にしてるんだ。この謝罪の誠意、どうせ。自由姫様に比べたら雲泥の差だな、飲もう、乾杯。さあ、飲み干せ。聖子様、姫君。チングジー。ヤンイヤールへの接し方は、あくまで彼女の母親への恩義からだ。特別な配慮をしているだけで、それ以上の感情はない。聖子様、私に説明する必要はありません。そもそも私たちの間には、特別な感情などないのですから。私は、この態度をまさか嫉妬。夫ヤン軍主じゃないか。この美貌、実に艶やかだ。美しいことは美しいが、自由姫様には及ばないな。そうだ、自由姫様の風采は比類なきものだ。中鎮寺、道数がどうなるか知らないわね。あの野蛮人たちがあなたの放蕩ぶりを見たら、まだあなたを神様のように崇めるかしら。いい、本当にいいわ。ヤン ER、皆様をお待たせしました。ヤン ER、本日午後の無礼な言動を自覚しております。心から恐縮しております。せめてものお詫びに、塩と米を準備させていただきました。どうかご寛容くださいませ。軍主様、お気遣いなく。姫君。ヤン ER、目が節穴でした。姫君の卓越した才能に気づかず、この杯、ヤン ER から姫君に、どうかお許しください。この味、こんな大量の美薬。チューユン、本当に結本を投じてるわね。私が医術を知らなかったら、本当にやられてたわ。自らやってきたんだから、私を責めないでね。あら、ヤン軍主様じゃない。どこの遊郭の花魁かと思ったわ。こんな。スケスケで誘うような格好。この服装、芸を披露するようには見えないわ。男を喜ばせるために着たみたい。あなた。家兄様、違います。子は本当に心から謝りに来たのです。体など毛頭ありません。このヤン軍主、謝罪に来たって。明らかに本心は別にあるわ。聖子様を誘惑しに来たんでしょ。こんなセクシーな格好をして。踊っては甘えた声で。自由姫君という正妻がそばに座っているのに。私たちがバカだと思ってるの？まさか、心の歪んだ狐用だとは。この大胆な先民たち。中鎮寺のために私をこんなに罵るなんて。家兄様と結婚して聖子夫人になったら、この先民たちを見返してやるわ。軍主様がここまで身を屈して、
舞姫の姿で謝罪に来たのだから、私がさらに拒むと、意地悪に見えるわ。中鎮寺。この酒にはたっぷり美薬を入れたわ。それに加えて、特別にあなたのために準備したサプライズ。今夜こそあなたを社会的に葬ってやる。姫君のご寛大、ヤン ER 感謝いたします。ヤン ER 誠意を示すため、姫君に特別な贈り物を準備しました。姫様、お気に召さなければ幸いです。あらまあ、これは、みっともない。これは、どういう意味ですか？姫様は体格の良い男優の演技を楽しまれると伺いました。ヤン ER が厳選した者たちを、特に姫様に献上いたします。今後、彼らは毎日姫様の前で演技いたします。きっと姫様を常に喜ばせることができるでしょう。早く姫様に挨拶しなさい。姫様にお仕えできるなんて。何台もの服の賜物です。姫様に気配。演技と称して。誰が見てもわかるでしょう。これは明らかに断腸です。あら、聞くところによると、自由姫様は昔から男色に、だらしがないそうです。聖子様もご覧になっているのに、これはみっともない。まあ、自由姫様は確かに才能があります。戦場でも男に劣らない気概をお持ちです。しかし、今回は確かに行き過ぎです。中鎮寺。あなたは名声で人心を買収しているのではないですか？今日はみんなの前で、あなたの本性の放蕩ぶりを暴いてやる。どれも根っから腐ったような者たちですが、見た目はまだ上等です。あなたたち3人の下流病は本当のようです。軍主様、間違いありません。この牧場で、私たちより汚いものは見つかりません。よろしい。今夜、あなたたちは、中鎮寺への私の贈り物です。その時、私は十分な美薬を彼女に飲ませます。あなたたち3人は思い切りやればいい。しかし、自由姫様はやはり禁止玉葉。もし本当に手を出したら、前史すら残らないかもしれません。何を恐れている？彼女中鎮寺はもともと何でも愛です。それに、あなたたち3人の要望なら、彼女も断らないでしょう。まして、私が送るのは正式な霊人です。彼女自身が寂しさに耐えられず、ベッドに転がり込むなら、誰のせいでもない。その時、彼女が汚い病気にかかり、皇室の顔に泥を塗れば、必ず彼女を見捨てるでしょう。たとえ人死に身が出ても、醜聞を隠すため、誰も声を上げません。もちろん、もし本当に死んだら、私は大いに褒美をやります。軍主様のご配慮。それでは、遠慮なくいただきます。姫様は本当に受け取られたのですか？これは聖子様をどうするおつもりですか？どうしてこんなことができる？自由姫様はどうなさったのですか？あら、このお姫様を見てごらん。怒って帰っちゃったわね、聖子様。あらま、本当に。イアニュエがお怒りです、中鎮下。あなたの正体を見破ったら、きっと見捨てるに決まってる。チャオ R。ちょっと気分が悪い。送って帰って。どうやら薬が効いてきたみたい。あら、断傷をもらったばかりなのに、もう帰るの？本当にみっともない。早く帰りたがって。この人本当にみっともない。おかしい、頭がクラクラする。体も熱っぽい。
もしかしてこのお酒が強すぎたのかしら。ローアール、私を送って帰って。お姫様、お気をつけて。お姫様、どうなさったんですか？お酒を飲みすぎたみたい。あなた、中チンゲを見張って。今夜、きっと寂しさに耐えられないはず。誰を選んだとしても、すぐに家兄上に知らせなさい。お姫様、でもあなたの体は、本当に心配でたまらないわ。余計なことは言わないで。早く言って。今夜、私にとって唯一のチャンスなの。家兄上にこの目で見せなければ。早く言って、お姫様。じゃあ、お一人で気をつけて。まあ、彼女、一度に3人も選んだなんて。すぐに聖子様に報告します。中チンゲがなんと、本当にあの男性たちを受け入れたなんて。じゃあ彼女の目には、この生死は何なんだ。踏みつけにされる飾り物か。本当にこの生死の思いに気づかないのか。私がお姫様の様子を見てきましょうか。行くな。何を見る？彼女がどうやってあの役者たちと、楽しんでいる様子か。中チンゲ、この冷血女。旦那様は本当は気にしてるくせに強がって。でももし本当にお姫様が好きだってしたら、もう取り返しがつかなくなる。旦那様、やはり私がお姫様を見てきましょう。行くな。もしお姫様がこれ。彼女、そんなこと。でもお姫様も今夜はたくさん飲まれたので、酔っ払ってるかもしれません。自分で何をしているか分かってないかも。聖子様、3人の男性が全員お姫様のテントに入るのを見ました。それに、聞くに絶えない声まで聞こえてきました。なんだって。旦那様、落ち着いてください。なんだその人を食ったような顔は。あれ、あなたは。なんでもない。姫様、体調が悪いんじゃなかったですか？どうしてここで囲碁を打っているんですか？体調が悪いと言わなければ、あの円から抜け出せなかったでしょう。あんな退屈極まりない場は、至るところに罠が仕掛けられている。私がそこに泊まって人に計略にかけられるのを待つつもりですか？罠。そうでなければ、うちの姫様が、本当にあの男優たちに目を留めると思う。だからあの男優たち、姫様は一度も目もくれなかったんですね。もちろんですよ。うちの姫様がそんな浅はかな人だと思いますか？この頃一緒に過ごしてきて、まだわからないんですか？それに、こんな評判を傷つけるようなことは、姫様は、大勢の前でするわけがないでしょう。あの子は可愛くないから。たとえ気があっても。彼女の言う通りだと、あなたは本当にあの男優たちに気があるんですね。無比はそういう意味ではありません。あの男優たちは、とっくに姫様が追い払いました。うちの姫様は小さい頃から護衛にもほとんど話しかけない。ましてや男優たちなんて、あんな下品な噂。きっと誰かに陥れられたに違いない。だから今日起こったことは、もしかして全部ヤングン主が姫様を陥れたんですか？止まれ、姫様が男優たちを寵愛したと。聞いただけでなく、姫様が彼らと、聞くに絶えない声を立てていたとも。聖子様、無比はわかりませんが、でも、この目で見たんです。3人の男優が姫様のテントに入ったのを、もしかしたら見間違えたかもしれません。聖子様、お許しください。見間違えた。じゃあ来世は、もっとよく見える目を授かるように、者ども。引きずり出して撃ち殺せ。聖子様、お許しください。まさか。私に言いたいことが何もないの。あなたの人が私を騙し、私の酒に薬を入れた。
私は何を言えばいいの？薬？彼女が私に勧めたあの杯には強力な美薬がたっぷり入っていた。私はただ私たち二人の杯を入れ替えただけ。ありえない。ヤン ER がそんなことをするはずがない。不可能だ。あの酒は今もあのテーブルに置いてある。誰かに取りに行かせればいい。それに、彼女が私のために用意したあの男優たち。私はそのまま彼女の手元に送り返した、今この時。あなたが心配すべきは彼女の方だ。姫様、ヤン軍主、あの薬酒を飲んでしまいました。また3人の男優と同室になるなんて、無比は怖いです。無比は死にたくない。ロー ER のようになりたくない。人を害すれば自分も害される。何が怖いんだ？ヤン軍主は自業自得だ。でも彼女は聖子様が気にかける人です。彼女の母親は国交夫人に命の恩があります。聖子様は彼女の母親の墓前で誓いました。一生ヤン軍主を守ると。もし聖子様が激怒したら、私たちは。ベングリーが恩返ししたいなら、私に関係ない。彼が恩返ししたいからって、なぜ私が犠牲にならなければならない？最初から最後まで何が悪かった？彼らが計画的に何度も害を加えてきた。チューイユン二人が先に人を害した。今の結果は彼らの自業自得だ。私、チューチンジは聖母なんかじゃない。チアオ ER。今日もし彼らが成功したら、私たちはどうなる？おそらくロー ER よりも、何倍も悲惨な目に遭う。G、私たちは遅れてしまい、ことはもう起こってしまいました。お許しください聖子、軍主が自ら飛びかかってきたんです。で、小人には関係ないことです。私たちは公主の命令で軍主にお別れを言いに来ました。ところが軍主が突然、聖子、軍主が私たちを呼んだのです。公主を汚せば、公主が汚い病気になろうが、恥ずかしめられて死のうが。黙れ、黙れ。出ていけ。誰が入っていいと言った？チングジー。あなたも罠にはめられたのだと知っている。でも今はまず離れた方がいい。チューチンジ。この小娘を殺してやる、殺してやる。チングジー。公主。チングジー、あなたは怪我をしている。私を離して。チューチンジが私をここまで追い込んだ。私の人生はもう終わりだ。黙れ注意。イエアニ。あなたはチューチンジなんて悪女をかばうのか。彼女が私をここまで追い込んだ。彼女を殺せ。私があなたを害した。もしあなたが悪意を持って私の酒に薬を入れていなければ、そしてこれらの談笑を手配しなければ、自業自得になるはずがない。それがどうした？あなた重鎮時は生来宝刀だ。誰と寝ようと変わらない。私が用意した談笑は良かったじゃないか。お前は彼らにも手遊ばれて死ぬべきだった。注意。どうしてそんな悪辣な言葉が言える？罠を仕掛けて。自業自得。今またチングジーを罵倒する。チングジーを七に追いやろうとして。どうしてこんな姿になってしまったのか。明らかに彼女重鎮時が私を害したんだ。嘘をつき続けて自分でも信じ込んでしまったのか？私の評判を落とす噂話。どれ一つとしてあなたの口から出たものではないか。私は清らかな娘だった。なのにあなたのデマで長年、大訴中の人々に、最も卑しい娼婦と言われるようになった。私があなたを害したなんてよく言えるものだ。姫君、肩の傷がまだです。早く治療に行きましょう。姫君をお連れして治療。はい、姫君、お気をつけて。イエ兄さん、行かないで。私にこんな仕打ちはできない。約束したでしょ。私を守ると。バカみたい。私は本当に彼の言うやり直しを考えていた。
私と彼の間にはジューユンがいる。やり直しなんて、ただの妄想だった。チュウユン。ここまで来て、まだチングジーを罵倒する気か。昔の私は本当に見誤っていた。こんなに多くの過ちを犯して。それでもまだ悔い改めないのか。イェニーさん、今までこんな風にヤン ER を責めたことなかった。ヤン ER を捨てる気ですか？ヤン ER はあなたにあげられます、イェニーさん。ヤン ER はあなたにあげられます、イェニーさん。おい。ヤン ER はいらない。ヤン ER が汚いから嫌なんでしょ？そうでしょ？あなたとヤン ER の間には、もう可能性はないんでしょ？そうでしょ？チュウユン、私はあなたが汚いなんて思ったことはない。だが、もし心が汚れてしまったら、それは本当に救いようがない。信じられない。あなたは明らかに。チュウユン、もう一度言う。私とあなたの間には、兄弟の情しかありません。イェニーさん、私はあなたの妹になりたくありません。長年、私の気持ちを本当に見ていないのですか？私はあなたの妹になりたくありません。あなたの女人になりたいのです。私はあなたの正式妃になりたい。あなたの女人になりたい。もういい、チュウユン、もう一度言います。よく聞いてください。私とあなたの間には兄弟の情しかありません。それ以外、何もありません。兄弟？誰があなたと兄弟になりたいですか？あの年、私の母があなたの母を救うために墜落死して以来、私は国公府に預けられました。ヤン ER は心から、自分をあなたの人だと思っていました。この恩義こそが、私がずっと兄としてあなたを守ってきた理由です。同じく、この恩義がなければ、あなたがチングジーを傷つけた瞬間、私は自分の手であなたの命を取っていたでしょう。中鎮寺。また中鎮寺ですか？あの愛中鎮寺だ。一体どこがいいのですか？以前は彼女が大嫌いだったのに。私が最初に彼女を嫌っていた理由は、あなたは心の中で分かっているのではないですか。あなたがデマを流さなければ、私は彼女を誤解することはなかったでしょう。しかし今、私は彼女に心を寄せています。彼女は私の妻です。私は一生彼女を大切にし、決して彼女を裏切りません。和夫一世、決して背きません。それでは私は？長年私があなたに抱いてきた気持ちは、あなたの目には何と映っているのですか？チュウユン。私とあなたの間には、兄弟の情しかありません。両家の情けを考えて。私と国公府は、あなたに一生の栄誉を保証します。もしあなたが分をわきまえていれば、国公府はあなたにふさわしい体面を与えます。もしあなたがデマを流し続けるなら、私は情けをかけません。なんと決して背かないことか。なんと情けをかけないことか。フェングリー。あなたが私に情けをかけないなら、私もあなたに義理を書くことを許してください。フェングリー、あなたたちは情け深いと自負していましたね。それなら私はあなたたちを私と同じように、愛する者を失う痛みを味わわせてあげましょう。今日あなたたちが私に与えたすべての屈辱を、私はあなたたちに、命で償わせます。チングジー、目が覚めましたか？チングジー、まだ私のことを怒っているのは分かっている。昨夜のことは確かに私が悪かった。でも、ずっとあなたの傷が心配で。だから金創薬を持ってきたんだ。チングジー、もしまた承知しないなら。私は直接入っていくよ。フェングエスアイ。生死。姫は北畑の敵軍が、あと2日で福撃圏内に到達すると言っていました。
だから、夜が明けるとすぐに軽装で前線に向かったのです。なんだって。誰の許可で勝手に通行させた？殿、確かに姫が命を懸けて脅してきました。私が、もし妨げたり報告したりしたら、傷の治療を拒むと言われました。私も姫の命を軽んじるわけにはいきません。バカ者。すぐに馬を準備しろ。軍中のすべての事務は、陳将軍に一時的に任せ、予定通り進軍させよ。本征士が先に行く。はい。行け、ホーリーへ。中鎮寺と一緒に、あの可愛い子と共に、北畑の刀の下で死ぬのを待っていろ。生死の命令だ。急いで馬を準備しに行け。なぜお前が命令を伝えに来た？軍情が緊急だ。もし軍機を遅らせたら、お前たちに責任が取れるのか。フェングリー、中鎮寺。二人は深い絆で結ばれているんじゃないか。共に戦うんじゃないか。お前たちのすべての軍事配置を北畑に渡してやる。この恋人同士が、本当に一生を共にできるか見てやろう。ホーリーへ、中鎮寺。北畑を伏撃する谷。それがお前たちの墓場だ。北畑の大軍がここに来たら、我が軍はここで伏撃できる。チングジー。生死にお目通り。生死も来られたのですね。チングジー、どうして一人で行動するんだ？傷もまだ癒えていないのに、体が持つはずがない。チングジー、もう私と喧嘩するのはやめてくれないか。まずは下がってくれ。はい。生死の心配には及びません。私はもともと医者です。この程度の傷は取るに足りません。今日の前線の件は、元踊り地私たちが話し合って決めたことです。私はただ2時間早めただけです。あなたに腹を立てているわけではありません。チングジー、私たちはこんな風に話さなければならないのですか？生死、北畑の大軍はここからわずか2日の距離です。どうか生死には軍務だけをお話しください。四条はお話にならないでください。チングジー、私たちの関係は、やっと少し良くなったのに、今また他人に戻るのですか？チングジー、あなたは？話して、あなたは？チングジー。これは軍中で最高の筋創薬です。傷の治り、傷跡を消すのに特に効果があります。まず使ってみてください。チングジー。あなたがまだ怒っているのは分かっています。でも、あなたの傷は放っておけません。まず私が薬を塗ってあげます。ゆっくり話しましょう。薬は受け取ります。用事がなければ、まずお帰りください。私はまだたくさん用事があります。
フェングリー。あなたは最低です。話して。まずしっかり薬を塗ってください。でなければ話しません。本当に恥知らずですね。チングジー、あなたがまだ怒っているのは分かっています。私が悪かった。周囲を信じるべきではありませんでした。あなたを危険にさらしてしまい、こんなに長くあなたを悲しませてしまい、私たちの関係をこんな状態にしてしまいました。チングジー、どうか自分の傷に腹を立てないでください。私が薬を塗ってあげます。優しくしますから、いいですか？誰が薬を塗れと言いました？私は医者です。自分の体は私が一番よくわかっています。生死の心配は無用です。この傷は自分ではうまく処理できません。無理をしないで。大したことないと言っていましたね。チングジー、わかっています。あなたは私を恨んでいる。以前の私は愚かで、大切にすることを知りませんでした。これからは、あなたをもっと大切にします。あなたを傷つけません。痛かったですか？あなたは失礼です。チングジー、私は、ただあなたが心配で。薬を塗り終えました。生死様、お出かけください。では、ゆっくり休んでください。何かあれば。いつでもチアオイ R を通じて私を呼んでください。チングジー、わかっています。あなたの心のわだかまりが解けていないことを。無理強いはしません。今回だけは、どんなことがあっても、あなたを離しません。今度は私が待ちます。中鎮寺。どうしてそんなに情けないんだ。チングジー、考えに考えましたが、今回あなたが北畑の後方を襲撃する部隊を率いるのは、やはり危険です。あなた一人で危険にさらすわけにはいきません。私も同行します。残りの軍務は、副将に暫定的に任せます。いけません。あなたは我が軍の総大将です。三軍の心の拠り所です。北軍は今のところ動かす必要はありませんが、状況は刻一刻と変化します。あなたが軍中に座しているだけで状況を安定させることができます。臨機応変に。状況が危険だからこそ、あなた一人で危険にさらすわけにはいきません。全軍の命運はあなた一人にかかっています。彼らは私以上にあなたを必要としています。それに、私も一人で行くわけではありません。あなたがここにいることが私の最も強力な後ろ盾です。チングジー、覚えておいてください。この任務の目的は、食料を焼き払い、証拠を集めることです。もしうまくいかなければ、何よりも自分を守ってください。北信は、すでに我が軍の支配下にあるとはいえ、何事も慎重に、軍務を片付けたら、すぐに迎えに行きます。わかりました。私なりに気をつけます。チングジー、何があっても慎重に、あなたの帰りを待っています。はい。それ。どうしたんだ？この胸騒ぎは。旦那様、大変です。どうした？はっきり話せ。先ほど北畑の密書を傍受しました。彼らはどうやってしたのか、我が軍の全配置を把握しています。今や彼らは完全に防備を固め、本営にまで伏兵を配置しています。我が軍が派遣した突撃隊は、おそらく帰ってこられないでしょう。なんだと。チングジー、急いで前線に援軍を送れ。
フェングエスあり、タイを率いて突撃隊の迎えに行く。承知しました。陛下の意に行動してください。あなたたちは食料を養う役目です。私は北畑の総大将のところに潜入し、情報を探ります。危険に遭遇したら、命を最優先にしてください。お姫様、お一人で行かれるのは危険すぎます。私もご一緒させてください。情報探りは、元踊り時人数が少ないほど良いのです。人数が多いと足手まといになります。それに、得た情報によれば、北畑の若大将と精鋭は全員前線にいます。今、陣内の守りは手薄です。私は必ず無事でいます。でも、いいえ、でもはありません。今は軍令です。成功したら、陣の南10里の地点で合流しましょう。行動開始。お姫様、急いで。しまった、罠だ。王祖のお姫様、中鎮寺。本王はずっとお待ちしておりました。中鎮寺、ついに我が手に落ちたな。これは大祖の全軍の作戦配置だ。お前は大祖の人間なのに、なぜ私を助ける？なぜなら、私はフェングリーが欲しいから。そして、彼が愛する者、中鎮寺も、全員、葬り去ってやる。ふん。敵は多く、こちらは少ない。相手は完全武装している。今正面からぶつかれば、卵で石を叩くようなものだ。知恵を絞ってこそ、一の望みがある。若大将が張り巡らせたこの天立ち網。私のような小娘を捕まえるためだけとは、恐れ入りました。小娘？いや。お前のようなものが小娘と言えるか。噂では大祖の旧お姫様は治癒兼備で、渓谷の美女だと。今日本王が実際に見てみると、噂に違わぬな。若大将。何が治癒兼備だ。あの中鎮寺はただの能なしだ。全部、ろくでもない小細工ばかり。中鎮寺、お前は元踊り地能なしだ。廃人同然の捨てられた女として、静かにしていればいいのに、わざわざ軍にまで来て。何の英雄気取りだ。こんな目に遭うのも。自業自得だよ。聞けば、この娘は私の窮地のようだが。何様のつもりだ？この私に窮地などと名乗るつもりか。では、このお方はどこのお方ですか？顔を隠している様子は、まるで下水道の光を嫌うネズミのようですね。私中鎮寺はたとえ落ちぶれても、正々堂々としている。顔も見せない人よりはマシだ。中鎮寺、挑発には乗らないよ。今でもその小細工で。命が助かるとでも思ってるの？以前はどれだけ高貴だったとしても、今は私の手に落ちたんだ。私の手が拝将よ。この見苦しい姿。大祖の、同じく火の目を見られないやん軍師を思い出すな。この小生意気な。最後まで強がってるんだね。どうやって懲らしめるか見てなさい。この急須猫を噛むような様まで彼女にそっくりだ。このベールの下が私の窮地かどうか確かめてやる。
いたた。小娘の割に気性が激しいな。だが、気に入った。王女。聞くところによれば、地望に長け、まず我が北畑の非道を暴き、祖軍の疫病を解決したそうだな。今また配下を引き連れ、我が北畑の本営に押し入るとは、これほどの手腕があるのに、どうして、軍中の一弱女子とやり合う必要がある。まあ、この小生意気にもう少し楽しませてやろう。ここは北畑の陣地だ。北畑の若君は中陣地を心底憎んでいる。決して軽くは許さないだろう。この女、間違いなく中尉だ。まさか、我が軍の機密を漏らしたのが彼女だったとは。まずはこの窮地を脱することが先決だ。若君、過分なお褒めです。穴があったら入りたい。あれこれ策を浪しても、今はあなたの捕虜でしょ？逆境に動じない女傑とは、さすがの胆力だ。ここまで追い詰められて、まだ本王と冗談を言う余裕があるのか。しかし王女、時間稼ぎをしていると、本王が気づかないとでも、どうせ配下が助けに来るのを待っているんだろう。残念だったな。今頃は、あの世で肩を寄せ合っていることだろう。あなた。度胸も胆力もある。あら。女のくせに剣なんか振り回して。王女がどうしても彼らに会いたいなら、本王がその夢を叶えてやろう。王女のこの絶世の美貌に免じて、本王は全死で葬ってやるよ。若君。北畑の若君は確かに強勇だ。だが、同時に女癖の悪いガキでもある。ならば、計略に乗せて近づかせ、油断させてやろう。そして、隙を見て殺す。若君。まさか若君が、チングジーイーのような未熟な私に興味を持ってくれるなんて、光栄です。若君は姫が絶世の美女なだけでなく、こんなに色気もあるとは思わなかった。中陣時の小悪魔、本当にみだらだな。フェングリー、お前もこの目で見るべきだった。これがお前が夢中になった女の本性だ。軽薄でみだら。恥知らずめ。我が軍の守りは固い。女一人で、どう転んでも大したことはできまい。北畑の若君である私が今まで遊んだ女は数知れぬ。だが敵軍の戦場姫をもてあそぶのは初めてだ。さあ、我が命令を伝えよう。全員、退出しろ。我が許可なく。どんな物音がしても、近寄るな。はい。中陣時の小悪魔。本当に北畑の若君を誘惑できると花。まあいい、中陣時。少しの間楽しませてやろう。見てみたい。フェングリーが知ったとき、愛する女が生き延びるために、敵将の下であえいでいる姿を、どんな表情をするか。美人、今は二人きりだ。生死。本当に服を着たままでするんですか？ああ、我が焦りすぎたな。美人、少し待て。この小悪魔。偽りの幸福だと知っていた。来い、来い。若君、忘れたのですか？ご自身で下した命令。明け方まで誰も近づけませんよ。チングジーは先に失礼します。
来い。この役立たずども。全員、ここに来い。若君、若君。チングジーの小悪魔が、私を刺して逃げた。探せ。全員で探せ。明け方までに見つからなければ、首をはねる。はい。失礼します。はい。全員、探せ。中鎮寺、この小悪魔。この王がお前に生きることも死ぬことも許さぬ。この北畑の蛮族は本当に皮が厚いな。俺の人たちで。まだ仕留められなかったとは。今日のことはどこかおかしい。どうして軍旗が漏れたのだ。俺と生死を共にしてきた将士たち。俺重鎮寺は彼らに申し訳ない。大曽に戻ったら必ずお前たちに。逃げろ。もう逃げない。この方が言っただろう。お前は俺の手のひらから逃れられぬと。もともとはお前の色気だけは認めてやっていたが、全死で止めてやろうと思っていたのに、ここまでずうずうしいと花。それはどうもご厚情。どうだ、またあの奇妙な転結術で傷つけるつもりか。聞いておけ。この王が知った以上、もうお前に傷つけられることはない。やはり内通者は中雲か。この技はこの世界に来てから、彼女の前でしか使ったことがない。無礼者め、この下賤な小娘が、我が姫君の前で大声を出すとは。痛い。何をした？この壺はお前を痛みで死なせるのに十分だ。私の人を傷つけるとは、軽い懲らしめだ。重鎮寺、他にどんな手があるというのだ。この王に向かってやってみろ。教えてやろう。お前のそんな小細工。この王にはすっかり見透かされている。ふん。今日お前はこの王の刀の下で死ぬがよい。北神の族名、よくも我がチングジーを傷つけたな。フェングリー、この小娘。誰が来いと言った？フェングリーだ。大職の戦神フェングリー。なぜここにいる？前線にいるはずではないか。フェングリ祭、俺はチングジーを探しに行く。お前は将士たちを率いて別行動を取れ。北畑の本営を片付けたら、すぐに俺の援護に来い。行くぞ、ついてこい。黙れこの役立たずとも恐れるな、相手は一人だ。殺せ。フェングリー。殺せ。調子に乗るな、大祖の戦神だとしても。今やお前はただの一人きりだ。そして私の周りには、北神の精鋭たちがいる。もしお前がデタラメなことをすれば、私はお前の愛する人を消し去ってやる。彼女を離せ。私が人質になる。フェングリー。本当にこの王をバカだと思っているのか。彼女はお前たち大祖の皇帝が最も寵愛している獣姫だ。中鎮寺が私の手にある価値は、お前のような甲骨感よりもずっと高い。それで、どうしたい？簡単だ。お前が彼女のために一人で我が北畑の陣営に乗り込んできたのだから。もう生死は度外視しているんだろう。ならば、命で命を償え。北神の精鋭が全てここにいる。無理に戦ってはいけない。
フェング SI たちの速度でここまで攻め込むには、せいぜいお茶一服の時間だ。私は彼らを引きつけておけばいい。フェング SI が到着するまで引き延ばせば、脱出できる。わかった。フェングリー、この姫は許さない。命令する。すぐに立ち去れ。黙れ。ああ、なんと情熱的な恋人同士だろう。この王も涙を流さずにはいられない。しかし残念だ。この王は誰かに頼まれて、お前たちを簡単にはさせない。誰の頼みだ？お前にこの王に質問する資格はないだろう。二等六道、自分でさせ。ダメだ。はい。ダメだ。どうしてさせないんだ？お前が刺さないなら、この二頭は。お前の愛するこの柔らかな肌の持ち主に突き刺すことになるぞ。彼女に手を出すな。私にやれ。いいぞ、気迫がある。では、どうぞ。我々の対戦。ダメだ。神ダメだ。フェングリー、やめて。チングジー、私はお前にたくさん借りがある。今まで、正式な謝罪もしていなかった。もしこの命でお前の無事を変えるなら、これほど望むことはない。この人たち、新婚の夜に、お前を絞め殺そうとした時の絶望と苦しみ、今でも後悔している。右前方の兵士、足元がふらついている。明らかに重傷が癒えていない。突破のチャンスだ。どうした？申し上げます。突然膝に激痛が走りまして。以前の古傷が癒えていなかったので、この役立たず。帰ったら軍法で処分する。この位置、北畑の小主が10歩以内にいる。一撃で仕留められれば突破できる。フェングリー、まだ続けるのか？やめて。チングジー、この煮立ち目は、注意運を偏愛した私が悪い。いつもお前を傷つけ、一人で涙を流させた。目が見えず心も盲目だった罪。フェングリー。許したから、こんなことしないで。チングジー。たとえお前が本当に許しても、私は自分を許せない。このサンタ刀目は、私が悪い。お前を傷つけ涙を流させ、放っておいたフェングリー。もしも今後があるなら、必ず。フェングリー。聞け。なんて美しい音だろう。泣くな、本王の前で笑え。フェングリー。本王も思わなかった、お前がこんな日を迎えるとは。ああ、お前は大祖の戦神ではなかったか。無敵ではなかったか。ああ。この数年、我が北畑の少子はお前の手で散々恥ずかしめを受けた。こんな日が来ると思ったか。草加の犬のように、我が手のひらで、尻尾を振って哀れみをこうのか。ああ。北西の茂みから鳥が驚いて飛び立った。援軍が来た。少主、大変です。楚軍が殺到してきます。なんだと？楚軍の精鋭が我が軍の陣営を破壊した。すべての兵糧を破壊し、我が軍は甚大な被害を被った。すぐにここまで攻めてきます。少主、早く逃げましょう。フェングリー。まだ奥の手があったと花。よし、それなら本王は今日、お前たち二人を殺す。読みろで苦命のになろう。いつから本王にこんなに近づいた？
今のあなたに質問する資格はない。北神の族を殲滅せよ。殺せ。フェングリー、目を覚まして、3度も許さない。チングジー。泣かないで、あなたの涙を見たくない。泣かない、フェングリー。お姫様、ようやく目が覚めました。ジャオ ER。フェングリーはどうなった？聖子様は、傷があるから動けないで。彼に会いに行く。お姫様。お姫様、どうして？彼は今どうなっている？医者の話では、聖子様の3つの傷は非常に深く、しかも少しの余地も残されていない。幸い聖子様の基礎が固く、長年戦場で、鍛えられた鋼鉄のような体で、なんとか耐えました。言ってください。お姫様。私が彼の面倒を見ます。お姫様も重傷を負っている。それに陣中には医官もいますから、お姫様は。私が一番良い医官です。彼の病気は私が治します。わかりました。抹消は陣の外で待機しています。何か必要なことがあれば。お姫様、いつでもお申し付けください。フェングリー。あなたは大丈夫。目が覚めたのね。動かないで。もし私が目を覚まさなかったら、お姫様の涙で、溺れてしまう。まだ冗談を言っている。あなたは知っているの？もう少しで。安心して。私は大丈夫。私は自分でわかっている。無謀なことはしない。今、戦いは決着した。あなたは大勝して帰り、北神の小主は、私たちの捕虜になった、この3つの傷は、無駄ではなかった。戦いの話になると、今回の危険はとても不審だと思わない？我の情報は厳重に封鎖されていたのに、北畑は前線を把握していた。大英の配置。あまりにも偶然が重なりすぎている。軍の中に裏切り者がいる。疑っているのは、チューイユン。そうだ、あの女の姿や話しぶりは、ジューユンにそっくりだ。それに俺のあの秘術は、ジューユンの前でしか披露したことがない。お前ですら、教えたことはない。残念だな。本王は他人に約束したお前たちを簡単に死なせられない。やはり彼女か。確かに腹黒い女だ。何度もお前を陥れたが。あくまで光沢の陰湿な手口に過ぎない。敵国に内通するような大それたことを彼女にできるはずがない。俺もそう願いたいが。ただ彼女がすでに俺を心底恨んでいるのではないかと恐れている。目的のためなら手段を選ばない。これらはまだ推測の域だ。真実を知りたければ、彼女を呼び出して直接問いただそう。フェング SI。聖子族家がおります。ヤン軍主をすぐに連れてこい。はい。もし本当に注意ユンなら、聖子はどう処分なさるおつもりですか？これまで彼女が犯した過ちは確かに多い。だが彼女の母親が国公府に尽くした恩義に免じ、
特別に目をかけてきたもし本当に敵国に内通していたなら、俺も見逃すわけにはいかない。どうしてお前一人なんだ？伝属下が先ほど軍主の陣営に行ったところ、軍主は恥ずかしめを受けた翌日こっそりと立ち去っていたことが判明しました。あれ以来陣営には戻っていません。なんだって彼女が逃げただと？はい、さらに一見属さが立った今知ったのですが、聖使と公主が前線に向かったあの日、お二人が出発してすぐヤン軍主は馬を準備する口実で、意図的に陣営の外の守衛を全員引き離しました。自分で逃げた上に守衛まで追い払っただと。彼女の逃亡時期から推測するとちょうど、軍機が漏洩した時期と符合します。では捕虜の中に彼女の姿はなかったのか？ありませんでした。ならば探せ命令を下せ。注意運を全力で捜索せよ。生きているなら引き出し、死んでいても遺体を確認しろ。はい。待って。注意運の行方を調べるだけでなく、牢屋にいる北進の若主も厳しく尋問する必要がある。軍機漏洩の根源を徹底的に調べなければならない。このように両方から手を打てば、たとえ注意運がスパイでなくても、本当の内通者を逃がすことはない。姫の言う通り、すぐに手配し、何かあれば、すぐに呼び戻せ。はい。チングジー。私はもう待ちきれない。家に帰りたい。チングジー。都に戻って。あなたと改めて結婚式を挙げたい。もしあなたが天涯を駆け巡りたいなら、私はあなたと共に大祖の万里の山河を歩こう。もしあなたが穏やかな日々を送りたいなら、私は屋敷であなたの好きな花をいっぱい植えよう。チングジー。あなたはどう思う？はい、喜んで。見ろ、あれが最近とで騒がれている主役だ。聞くところによると、聖使は軍中でヤン軍主と、密かに情を通じていたのに、今になって責任を取ろうとしないそうだ。聞くところによると、ヤン軍主は早々に国王府に戻り、毎日涙に暮れているそうで、ひどい屈辱を受けたに違いない。男の三妻四目かけは当たり前、ましてや聖使ともなれば。私に言わせれば、きっと姫が嫉妬深くて軍主を受け入れられないんだ。ここで出た雨を言うな、お前は頭がおかしいんじゃないか。チングジー、私は違う。私はあなたを信じる。きっとあの注意運が、恨みを抱き、こんな汚い手段で私たちの評判を落とそうとしているんだ。ちょうど彼女を探していたところなのに、自分からやってくるとは。行こう。フェングリー、中鎮寺。あなたたちが北畑の包囲から脱出できるとは、だが構わない。今日の歓迎宴で、私は都で一二を争う権力者たちを、招いた。あなたたちが女性を捨てた。そして嫉妬深いという評判を確実にし、あなたたちが社会的信用を失うのを見届けよう。そうすれば、都でどうやって立ち回れるだろうか。おばさま。ヤン ER はご迷惑をおかけしたくありません。あなたと各位の貴人方に。ヤン ER は本当にどうしようもなかったのです。軍中で、聖使様は、ヤン ER はもう聖使様の人です。ヤン ER は名分など求めません。ヤン ER はただ聖使用の側にいさせていただければ、それだけで満足です。でたらめを言うな。本聖使はお前には一度も触れたことなどない。注意運。お前はまだここでデマを流し、事実を歪めているのか。
お前と北畑の若殿との間の。いけない。なぜ突然北畑のことを持ち出したのか。あの時は完璧に変装していたはずだ。いや、もし本当に証拠を握っていたら、とっくに捕まえられていたはず。確かな証拠がないなら、その場で質問されても。彼らが逆上して私を誹謗していると言えばいい。あの日彼女は完璧に変装していた。我々には確かな証拠がない。今暴くと、ただ蛇を驚かせるだけだ。これらの権力者たちに、我々が逆恨みしていると思わせてしまう。彼女を侮辱していると。まさか、彼女に好き勝手に誹謗させるつもりか。あの日は十分に面子を立ててやった。三軍に口止めを言明したのに、まさか彼女が、こんな隙をついてくるとは。生死。男ならやったことをしたためろ。お前は軍主と。責任を取るべきだ。さもなくば知らん周期になる。彼女の一生を台無しにするのか、公主は身分が高いが。夫に従い、寛大であるべきだ。こんなに嫉妬深くては良妻とは言えない。いいえ、確かにヤンイーアールに説明すべきだ。母上。私と中ユンの間は正々白々だ。一度も超えたことはない。いえ兄、あの日はそうは言わなかったでしょう。甘えてた時は小ヤンイーアールって呼んでたのに、今は。名前で呼ぶの。中ユンって。この理性師、白状そうには見えないが。まさか知らん周期するとは。そうだ、ヤン軍主とは長年親しくしていた。こんなことがなくても、迎え入れるべきだ。前から重工主は嫉妬深いと聞いていたが、本当だったとは。既成事実になっているのに、迎え入れないなんて。ヤン軍主は本当にかわいそうだ。中ユン、よくもそんな厚かましいことができたな。私に何ができるというのか。軍主。あなたは生死と夫婦の関係になったと断言した。では聞くが、生死の腰には古い傷がある。形はどうなっている？長さはどのくらい？横か縦か？縦なら2寸。いや3寸。本生死の腰には、傷などない。このヤン軍主、生死と。もう怒ってしまったことなのか。どうして、傷跡さえもはっきり言えないんだ。つまり、まさか何か隠し事があるのか。私たちみんな彼女に騙されていたのか。普段の馬鹿げた振る舞い、全部嘘だったのか。違うの、あの日、ろうそくの明かりが暗すぎて。ヤンイーアールちゃんはよく見えなかったの。お姫様がはっきり見ていないのであれば、他に証人がいるのか？この生死が、あなたの部屋に行ったことを証明できる。もちろん、私の付き人の次女が証明できます。あなたの付き人の次女はもう3人も死んでる。どうやって死んだか、お姫様はよくご存知でしょう。彼女は、周鎮寺、黙れ。お姫様、どうして慌てているの？まさかあの男、生死ではなかったのか？それともろくでもないやつ、例えば幕上の談笑とか？違うわ。あなた、でたらめを言わないで。昨夜、私は確かにあなたに十分な媚薬を飲ませた。あの3人の談笑もあなたのために用意したのに、どうしてあなたは無事で、最後に恥ずかしめを受けたのは私なの？何？ヤンイーアール、あなた、どうしてこんな、愚かなことをしたの？何？生死ではなく、卑しい談笑と。それも3人。彼女はこんな醜いことをしたのか。それで生死を陥れようとした。彼女の話によれば、自由姫まで誹謗しようとした。まさか、彼女はこんな卑劣なことをしていたのか。自由姫は以前、皇室の前でいつも、彼女のために弁護してたのに、このヤンお姫様はこんなに醜いのか。純粋で善良だって。李生氏はもう結婚しているのに、まだ李生氏の周りをうろついて、小狐め、あなたたち、私を騙した。今やことが露見し、私は都に居場所がなくなった。もし彼らが公の場で、私と北境の結託を暴いたら。心にやましいことがないなら、私の試しを恐れることはないだろう。中ユン、あなたは何度も誹謗し、北進まで巻き込んだ。早く医者を呼べ。早く彼女を部屋に連れて行け。
皆様、お見苦しいところを、この老婆が関連する事柄を処理した後、必ずお詫びに伺います。国旗名碑とお気になさらず、私たちはこれにて失礼します。今日のことは、あなたの起点がなければ、私たちはどうにも言い訳が立たなかった。彼女が目を覚ましたら、必ず対決する彼女と北畑の結託について。大変だ、大変だ、大変だ。聖子夫人、姫君、お姫様は気絶のふりをしていました。突然襲いかかり、無比を傷つけ、裏口から逃げ出しました。何？この下僕は武術ができません。本当に止められませんでした。ちょっと武術ができる文種ですね。フェング SI、命令を伝えろ。街中でチューユンを捜索せよ。はい。リエチング GE、今日はご苦労様でした。兵内の仕事は、この私が処理します。皇帝様はまだ宮中でお待ちです。早く参内してください。臣、退出いたします。臣、陛下に参上します。例は結構、よくやった。リエのこの戦いは、本当に見事だった。我が大祖の意向を広めただけでなく、北畑の軍領を突きさせ、彼らの将主さえも、囚われの身となった。この一戦で、今後50年間は、彼らは大打撃を受け、今後50年間は、我が大祖の領土を侵すことはできまい。さすがは我が大祖の戦神だ。陛下の歌唱、臣は功を誇ることはできません。家を守り国を守るのは、臣の務めです。この戦いでは、兵士たちの命がけの戦いと、三軍の団結がありました。もちろん、攻守の力も欠かせませんでした。有才大略。それは当然です。どうですか、不能、チング ER は、期待を裏切りませんでしたね。チンがあなたを軍に同行させたのは、新婚のあなたたちを、一人で寂しい思いをさせたくないからだった。まさか、こんな大騒動を起こすとは思わなかったが。しかし、この戦いでの功績は確かに大きい。臣は陛下に感謝します。チング GE を軍に送ってくださったことを。おかげで我が軍は幕上の戦いで、虎に翼を得たようでした。兵士を治療し、敵軍を知略で破り、疫病を解決し、敵陣への突撃さえ自ら行いました。チンの小さなチング GE も成長したな。リエ、何をしているんだ。陛下、攻守の能力は、前方に書かれたものよりもはるかに優れています。攻守が幾度も危機を救ってくれなければ、我が軍の戦況は、ここまで順調には進まなかったでしょう。このことは全体が証言できます。ですから、臣は陛下にお願いします。大祖の戦死中鎮時に、軍功の名を正しく与えてください。リエ、あなたは。リエ、チング GE はもともと禁止玉用の、大祖の公主、皇室の身分で尊い。生まれながらに何不自由ない、チンにはどうしてもわからない。彼女に軍功の名など必要なのか。私が欲しいのは、決してあなたの後悔ではありません。聖子妃という虚名でもありません。正々堂々とした一人の人間としての尊厳なのです。陛下、戦場では、彼女はアズ中鎮寺という人間です。胆力と知略、責任感のある戦士です。これらの卓越した功績は、重工士という称号ではなく、彼女、中鎮寺という人間そのものなのです。血と汗を流し、孤軍奮闘して得たものです。これらの功績は、中鎮寺という人間に属するものです。重工士という称号ではありません。陛下、臣は幕上の戦いにおける三軍の総帥として、謹んでお願い申し上げます。彼女にふさわしい栄光を与えてください。チンの考えが至らなかった。それでは、認めよう。大祖の立法に従い、中鎮寺に一等功を記録する。黄金万両を賜る。臣、謹んで命を受けたまわります。立法によれば、これほどの軍功を立てた者は将軍に封じられるべきです。しかし、我が王祖建国以来数百年、女性の将軍は一度もいませんでした。陛下、
軍公募では功績のみを論じ、男女は問いません。良いことを言う。今日は洗礼を開こう。自由公主中鎮寺は治癒兼備。先行県庁、特例として将軍の職を封じる。さらに将軍邸を一軒賜る。謹んで命を受けたまわります。父上、ご安心ください。神宮 ER はこの手の朝見で、我が王祖の参賀を守ります。思いもよらなかった。あの日あなたに話したこと。あなたはすべて覚えていたのですね。あなたが言った一言一句。私はすべて覚えています。これからは、あなたはその国の公主。中鎮寺。そして女性将軍、中鎮寺。さらにあなた自身なのです。では、フェング大将軍、これから朝廷では、あなたと私は同僚となりますね。この私に、ぜひとも。中将軍の邸宅を拝見させていただけませんか。中将軍の邸宅は、さすがに立派です。完成すれば、私の国公府でさえ、見劣りしてしまうでしょう。当然です。だって私は大祖初の女性将軍ですから。今や名声は地に落ちました。しかも、下流病にかかってしまった。あなたたちはみんな、公爵や将軍になったのに、今更華やかな結婚式を挙げようだなんて。盛大な婚礼？夢を見るんじゃない。この中尉がいる限り、必ずあなたたちの祝い事を弔い事に変えてみせる。聖子様、お姫様。どうしたんだ？慌ただしい様子だが、何かあったのか？今日の午後、お姫様の将軍邸の近くで、不審な女が目撃された。中尉の仕業に違いない。すでに人手を3倍に増やし、厳重に捜索中です。それと、牢屋の北畑の若様が、少し口を割りました。どういうことだ？彼自身が認めたのですが、当時我が軍の防衛情報を漏らしたのは、まさしく中尉だったとのことです。やはり彼女か。私は彼女と幼い頃から一緒に育った。些細なことならすべて彼女に譲ってきた。しかし敵国に内通するのは重罪だ。もし私が母上の昔の定規に免じて彼女をかばったら、この私も売国奴と何ら変わるところがない。そこまで自分を責めることはない。中尉ユン。確かにあなたには恩があるが、風花は、長年彼女を厚遇してきた、もう恩は返し終わっている。今急ぐべきは、彼女を捕らえることだ。これ以上災いを起こさせないために。その通りだ。敵国への内通であれ、あなたへの危害であれ。彼女は相応の罰を受けるべきだ。伝えよう、私とお姫様の婚礼までに。必ず中尉を捕らえるように。承知しました。急いで、あっちに運べ、気をつけろよ。今日は大事な日だ、今夜は失敗するなよ。心配するな、明日は聖子様とお姫様の婚礼だ。この上ないおめでたい日、我々がおろそかにするはずがない。ご存じないでしょうが、うちのお姫様と聖子様は、どれほどの苦難を乗り越えてきたことか。ついに相思相愛の二人が結ばれるのです。そうでしょう。聞くところによると、お姫様の婚礼衣装は、聖子様自らが刺繍を監督したそうで、実に美しいそうですよ。それは当然、美しくなくてどうする。婚礼か、この猛毒を井戸に投げ込んだら、あの世で夫婦になってもらおう。ゆっくりやれ。あれ。お前、見慣れない顔だな。
どこの下働きだ。聖子様とお姫様の婚礼で屋敷の人手が足りないので、私、新しく雇われたものです。そうなんですか？なんだかすごく見覚えが、どこか。ユン姫に似てません？あら、見間違いですよ。彼女がユン姫なわけないじゃない。ユン姫って、うちの姫様のような渓谷の美女とは言えなくても、可愛らしい美人でしたよ。彼女を見てごらんなさい。さっさと行きましょうよ。新婚部屋の準備もしなきゃ。そうだね。でもそういえば、あのユン姫、最近全然見かけないね。来ない方がいいよ。うちの姫様と、聖子様の祝い事を台無しにされちゃうから、私は思うんだけど、姫様と聖子様こそ、お似合いのカップルだよ。フェングリー中鎮寺。あなたたち夫婦のせいで、私は今、人間とも鬼ともつかない姿に、下女さえも私を踏みにじる。それであなたたちは、のんびり結婚式を挙げようだなんて、夢でも見てるの。あなたたち、国王府の者全員を、私の供養に付き合わせる。彼女だ、あそこにいる。注意やはり来たな。あなたたち二人がわざと結婚の知らせを流して、罠にかけて私を誘い出したんだな。そうでもしなければ、どうして現れるわけがある。ただ、思いもよらなかったのは、あなたが追善、国王府の前科を毒殺しようとしたことだ。それがどうした？あなたたちは罰を受けるべきじゃないのか。あなたたちは私を害した。それなら供養になるのは当然だ。あなたたちが華やかに結婚式を挙げ、仲睦まじく野郎だなんて、知れ事だ。あなたたちは私に罪を償うべきだ。注意以前は、あなたがただ嫉妬深いだけだと思っていた。だが今となっては、あなたは根本的に、是非をわきまえない毒婦だ。あなたを深淵に追いやったのは、ずっとあなた自身だ。たとえどれほど不満があっても、敵国に通じて国を裏切るべきではない。中鎮寺、あなた何様のつもり？あなたがここで、高みから私を非難する資格があるのか？今、私にあなたの成功を自慢しているのか？何を得意がっているのか？殺してやる。フェングリー。どうして私にそんなことができるの？忘れたのか、私の母上があなたの母上の命の恩人だって。命の恩人だとしても、あなたが敵国に通じなければ。私はあなたを一生映画に包んであげられた。だがあなたはあざと手を組んだ。北畑の若君主と。どんなに大きな恩情があっても、これ以上かばうことはできない。よくもやったな、フェングリー。これがあなたたち風化の命の恩人に対する態度なのか。幸いなことに本当に幸いでした。私の母はあなたの母の恩人ではありません。そうでなければ、私は鬼になっても。あなたたち二人を許しません。注意この言葉はどういう意味ですか？あの時、私の母とあなたの母は言い争いをしました。あなたの母は私の母が激怒している時に彼女を突き落としたのです。しかし、私の母も不注意で転落してしまいました。天は見ていません。私の母は追死したのに、あなたの母は、あの女は生き延び、彼女は世間に知られるのを恐れ、3人を殺したことを。外には嘘をつき、私の母が彼女を救ったと言い張りました。おかしいことに、皇室の人々はそれを真に受けて、私を軍主に封じ、国王府に送り込みました。あなたたち国王府の人々に、私を囲んで忙しくさせたのです。注意あなたの言葉は本当ですか？そうでなければ、私はこの秘密を、一生心に秘めておくつもりでした。あなたが中鎮寺をめとったからです。この女のせいで、私が御子網破するのも仕方ありません。注意この件は、明らかにあなたの母親が先に人を害したのです。フェングリーの母親は追及せず、逆にあなたたちをかばい、顔を立ててくれた。さらに、あなたに与えるべきでない軍主の身分まで与えた。
あなたの行動は恩をあだで返すようなものではありませんか？黙れ、中鎮寺、この女。あなたが口を挟む権利はない。真実がどうであれ、私の母は結局亡くなりました。私はずっと、フェングリーと白髪になるまで一緒にいられると思っていました。だから黙っていたのです。しかし、思いもよらず。フェングリー、あなたは私を裏切りました。中鎮寺、あなたは私を傷つけました。ならば、私が冷酷になるのも仕方ありません。恩をあだで返すなど気にしません、今は。ただあなたたち二人の命が欲しいのです。この中雲はまるで狂犬のようです。そうですね、以前は彼女が美しく心優しいと思っていました。実は全て仇だったのです。以前、彼女はいつも十姫の噂を流していましたが、まさか、彼女こそが最も醜い存在だったとは、国公府は美食を提供し、彼女を長年養ってきましたが、実は白眼狼を養っていたのです。こんなに長年、旧敵の娘を間違って信じていたとは。恩人として扱い、あれほどまでに甘やかしてきたのに。最愛の人まで傷つけるとは。中雲。今日を境に、国公府とは縁を切る。何様のつもりだ。国公府は私を一生面倒を見ると約束したはず。どうして約束を破れるのか。確かに私は真実を隠したが、あなたの立派なお母様は、彼女もまた、やましいことがあるから。人を殺めたことが世間に知られるのを恐れ、恩人の娘だと偽って、私を引き取ったのではないか。そしてフェングリー、あなたは本来私と結婚するべきだった。この借りを返すために、これはすべてあなたたちが私に借りたものだ。なんだと？ヤンイーアール、長年の間。あなたはそうやって私を見ていたのか。この老いぼれ、今更そんな芝居を。見苦しい真似はよせ。バレてしまった以上、これ以上言い訳などないだろう。ヤンイーアール。あなたは間違っている。私があなたを恩人の娘と称したのは、決して自分の醜態を隠すためではない。ただ一人の孤児であるあなたが、罪深き母親に巻き込まれぬよう、国無為のあなたを憐れみ、体裁を保たせてあげたかった。長年この秘密を守り続けたのは、あなたが堂々と生きられるようにするためだった。これまでの苦労も、結局は無駄だったようだ。お母さんがこんな美味しいものを買ってくれるなんて初めて。こんな綺麗な新しい服も。なんだと？私に仲介を頼むだと？ヤンイーアールを少書府に入れろ？正気か？あの老いは70を超え、幼女を好むと知っていながら、たったの銀貨数両で、彼女を地獄に突き落とそうとするのか。あの短命な実父が死んでから、まともな男にも巡り会えない。少書府に売れば私には銀貨が入り、彼女には将来が明ける。私も男を見つけて再婚できる一石二鳥だろう。幼馴染の間柄だというのに、こんな小さな頼みも聞いてくれないのか。幼馴染だからこそ、私はただ傍観しているわけにはいかない。幼いヤンイーアールが地獄に落ちるのを。今日の話は聞かなかったことにしよう。もし望むなら。ヤンイーアールを養女に迎えてもよい、この国公府で。必ず彼女を立派に育てます。養女にするなんて、偽善者のふりはやめてください。あなたは私に実の娘を捨てた悪女という汚名を着せたいだけでしょう。国公夫人であるあなたの人事を引き立てるためですよね。本当に名声ばかり追い求めて。どうして私をそんな風に思うのですか？私たちは親友でしょ？本当にあなたたち親子のことを思ってるんです。道を誤るのを見るに忍びなくて。親友だというのに。小さい頃から何でもあなたの方が優れていた。私はずっとあなたの陰で生きてきたあなたは国公府に嫁いで。映画を極めている私は短命な夫と結婚し、未亡人になった。いいわ、助けてくれないなら、勝手にしなさい。ありえないあなたたちの嘘だ、この。
偽善者の義君子たちがでっち上げた嘘。私の母を汚そうとして夢にも思うな。一時たりとも信じない。嘘です。母が一生をかけてあなたを守るための嘘でした。あなたに知ってほしくなかったあなたの母がそんな卑劣な人間だとは。ましてやあなたがそもそも彼女の値踏みされる商品だなんて彼女はあなたを守っていたのです。注意運。彼女は心を砕き、あなたとあなたの母の、かろうじて保たれたわずかな対面を、守ってきたのに報いは恩をあだで返すような、敵国に通じる行為ですか？今になってもまだ悔い改めない。あなたは本当に母親と同じくらい卑劣で自己中心的だ。まさに血は争えないわ。私の人生は、ただの笑い物だった。フェングエス愛。彼女を丁寧に葬りなさい。はい。ついに、すべてが決着した。チングジー。これからは、あなたが私の正式な妻です。ええ、すべての出来事に終止符が打たれました。今振り返ると、まるで前世のようだ。以前に約束した新婚の夜を、今ようやく果たせました。過去の暗い記憶は追い求めない。これから先、もう何も私たちを引き離せない。私は必ずあなたを大切にし、尊重し、愛します。一生涯、決して背きません。では、この約束をしっかり守ってくださいね。破ったら、私は将軍府に戻りますよ。恐れ入ります。抹消は永遠に中将軍の側で、忠実なる。側近であります。では、側近はどんなことをするのか聞かせてください。お茶を入れ、剣を磨き、布団を温め、寝具を整えること。中将軍の一声があれば、抹消はここで何も言わず、いつでも呼び出しに応じます。それだけですか？まだあります。今夜も、これからの夜も、抹消は将軍をしっかりお世話いたします。小さな側近が口がうまいですね。春章は短いものです。私の将軍、